こちらがケムコ姉だよ。鈴鹿姉もいるよ。さあ、挨拶して。ケムコ姉、鈴鹿姉。全員揃ったね。じゃあ始めよう。私も上がったよ。その腕前でよく来たね。負けた分、ちゃんと返してね。もうこの辺でいいでしょ。お母さんが彼に1000万しか渡してないんだから。全部取っちゃダメだよ。何を怖がるの。もっとお金出させよう。あった記念ってことで。負けたお金も無駄じゃなかった。少なくとも好感度は上がった。でもこれからは、もう一緒に遊ばない。ラッキーシステム、無敵麻雀スキルカードを使用する。カードの効果が発動しました。また上がった鎮逸。リンシャン解放。また勝った。みんな、もうお金なくなっちゃった？もうやめる。今月の給料、全なくなっちゃった。麻雀できないって言ってたのに、なんで急にこんなに勝つの？何事もさ、初心者優遇ってあるもんだよね。本当はだって、新しいスマホ買うつもりだったのに、結局、お金なくなった上に逆に出費しなきゃ、お母さんにまた頼むのも気まずいし。姉さんたちのスマホ、全部新しくしよう。俺が全部買ってあげるよ。ユーマ、本当に、みんな押しちゃったよ。もう遅いし姉さんたち、先に休んでね。俺は先に部屋に戻るね。ユーマって、なかなかやるじゃん。ユーザーが姉たちと麻雀ミッションをクリアしました。報酬、破産カード1枚。さらに、姉たちと一緒に過ごした時間が100分以上になったため、無制限でお金を稼ぐ機能が発動しました。毎分5000円獲得できます。今回、50万円稼ぎました。ってことは姉さんたちと一緒にいるだけで、お金がどんどん入ってくるってこと？マジか。江原市の資産家になれるなんて、もう目の前じゃん。坊ちゃん、朝食です。ありがとう。これ、私のだからね。何見てんのよ。食べたいなら、大島さんに作ってもらえば？はるか女王。これは坊ちゃん用です。いいよ。食べさせてあげて。ゆっくり食べなよ。むせないように気をつけて。坊ちゃん。はるかと朝食を共にした15万円獲得。近づくだけでお金がもらえるなんて、このスキル、マジですごいな。はるかね、ご飯食べ終わったら一番いいパソコンとスマホ、買いに行こう。どう？本当に？やったー！ちょっと上で着替えてくるね。待っててね。はるかの高単度、ガ10になったよ。美肌カードを獲得。高価な初、どうしたよ。はるかねえの好感度、ほんと簡単に上がるな。勝ってあげればいいだけだし。でもマジュネーとルリネーは、好感度がマイナスなんだよな。ユーマ、いつ出かける？ちょっと。顔が。どうしたの？肌、なんか、めっちゃ綺麗になってるじゃん。どんなスキンケア使ったの？何の化粧品使ってるの？私にもおすすめしてよ。本当に別人みたい。かっこいい。行こう。一緒にパソコンとスマホ、買いに行こう。はるか。あいつ誰？そんな普通な服着てるし。まさか、君の家の新しい使用人か？斉藤くん。余計なこと言わないで、ほっといていこう。おい、はるか。まさか、新しい彼氏とか？あんな奴が、中のもの買えるのかよ。ここにあるもの買えるのかよ。素直に、俺の彼女になれよ。手を離して。手を離せ。離せ。俺に手を出せると思ってんのか？俺の親父が誰か知ってんのか？彼は複製ホールディングスの坊ちゃんだ。霧島グループとよく一緒に仕事してる。平井でも、敵に回すわけにはいかないの。聞こえたか？複製ホールディングス。お前が手を出せる相手じゃないぞ。さっさと消えろ。俺とはるかのショッピングのじゃすんなよ。ラッキーシステム破産カードって、複製ホールディングスに使える。オーケー、使えるよ。破産させるグループを指定する。エバラ複製ホールディングスでいいね。していい。破産カードが発動したよ。あと5分で、複製ホールディングスは、破産再建段階にはいるよ。余計なこと言うと痛い目に遭うぞ。お前の家破産するかもな。うちは大きな会社だぞ。お前が破産しろって言ったら、本当に破産すると思ってんのか？お前何様だ？もしもしお父さん。なんだって、会社が破産したって、一体どうなってるんだ？もしもし。こんぼう。そうか。
お前の家はもう破産したぞ。もう棍棒とは呼べないな。今、複製ホールディングスの財産は全部差し押さえだ。借金の返済に回される。お前の車も対象だ。行け！お前のせいか。一体どうなってるんだ？うちの会社が。なんでいきなり破産なんだよ。うちの会社のこと、何か知ってるのか？めちゃくちゃ痛いよ！ユーマ、行こう。もう複製ホールディングスは斎藤家の会社じゃなくなったね。これで何も気にしなくていいよ。母さん、お姉ちゃんたち、みんないるの？こんなに遅く帰ってきて、どこに行ってたの？ユーマ、今日、斎藤婚に手を出したの？わかってる？これで霧島家が、どれだけ大きなトラブルに巻き込まれるか。あんたわかってる？これが霧島家にどれだけ迷惑かけるか。お母さん、お姉ちゃんたち、これはユーマだみんなのためにわざわざ買ってきたんだ。新しいパソコンとスマホで全部ハイスペックだよ。本当に買っちゃったの？スマホ買ったからって私たちが認めると思わないでよ。斎藤婚のこと、どうするの？ほら、ネットでめっちゃ拡散されてるよ。あんたが斎藤婚を殴った動画全部撮られてるんだ。斎藤婚が先に私に嫌がらせしてきたんだよ。ユーマは私を助けてくれただけ。助かった。ショッピングモールではるか姉の好感度。60まで上げてきたし、全員からハブられなきゃそれでいいや。斎藤婚は貧乏が悪い。ユーマはよくやった。それに斎藤家はもう、複製ホールディングスから除名された。これからは気にしなくていい。でも、ちょっと気になってることがあるの。あんた、前から斎藤家に問題が起きるって知ってたんじゃない？斎藤婚が電話で、会社の資金が凍結されたって話してるのを聞いたから、ただの予想だよ。斎藤家母さん。した複製ホールディングスとの提携は他の人が引き継ぐことになる。ユーマ。心配しなくていい。ちょっと用事があるから先に行ってくるね。お姉ちゃんたちどうぞ座って。ちょっと出かけてくるね。お父さん、やっと電話くれたんだね。いつ帰ってくるの？実家に着いたばかりだよ。それで、あの5人姉妹とうまくやってる？あまり目立たないようにして、お姉ちゃんたちと揉めないようにね。そんなことできるわけないよ。特に真珠ねえとるりねえ。まるで俺が、二人に嫌われてるみたいだ。多分。家に他人がいるのに、まだ慣れてないだけだよ。用事があるから先に切るね。親父なんかはなし方が変だな。何かあったんじゃないよな。俺に隠してることないよな。霧島鈴鹿の好感度大幅アップ。トップクラスの量リスキルカードを報酬。発動済み。スマホ一つで。そんなことで喜ぶの？ちょっとした親切で、簡単に釣られないでよ。話が違うじゃない。一緒にやるって約束したでしょ？なんで春香と同じことしてるの？家族より外の人の味方するつもり？もともと私たちって家族なんだし、ユーマだって別に悪いことしてないよ。もうやめて、喧嘩しないで。もうこんな時間だし、お腹すいた。僕がご飯作るよ。姉ちゃんたち待っててね。見てよあいつ。またこびてるんだから。どんなもんか見てみよう。あいつ、何ができるんだろうね。最後の一皿だよ。どうぞ。召し上がれ。めっちゃ美味しい！ホテルの料理よりもずっといい香り。これ、すごく美味しい。これどうやって作ったの？霧島真珠、霧島陽子の好感度マイナスから、プラスに転じた心読みカードを報酬、予知カードをそれぞれ1枚報酬。母さん、早くに亡くなっちゃってさ。だから、自分のことは自分でやらなきゃいけなくて、ちょっと料理覚えたんだ。ごめんね。悲しませちゃった。ユーマ、ご飯終わったら、よかったら私の部屋に来てくれる？ごちそうさま。先に部屋に行くね。行こっか、ユーマ。この気流ってどんな人なの？はるかがなんでこんなに早く彼と親しくなったの？私の目から見れば、ネットで噂の法男ってやつでしょ？霧島家のお金目当てで財産を独り占めする気なんじゃない？あんたたちってほんと余計なお世話ばっかりしてるよね。そんなに彼のこと気にしなくてもいいじゃん。ようかね、なんであんたまであいつの肩持つの？もうあんたたちと口論する気ないから、先に部屋に行くね。じゃあ、服を着ないてくれね。明日友達と集まりがあるんだけど、どの服がいいと思う？どれでもいいよ。やっぱり、俺って便利屋みたいに使われてるよな。
ちゃんと選んで。これはあなたが早く霧島家に溶け込むためなの。それに家族の一員として、ちゃんと力を発揮できるように大切なタイミングだからね。これがいいよ。これならスタイルが際立つし、集まりでは、きっとみんなの中で一番目立つよ。センスあるじゃん。はるかと一緒に過ごした時間が目標達成。累計金額100万円に到達。報酬として異術カードを獲得可能。あらゆる異術の知識。異術カードか。これ役に立つのかな。決まったよ。決まったよ。これにする。あなたも早めに休んでね。うん。もう行っちゃった。まあいいや。何考えてるんだろう。ケムコ姉さん。ユーマ、さっきはるかの部屋に入ったの？さっきはるかの部屋には行った？姉さん勘違いしないで。はるかが友達と遊びに行くから、服を選んでほしいって頼まれたんだ。服を選ぶだけだ。ユーマ、家族の一員だけど、ちゃんと節度を守ってほしい。距離感は大事にしてね。見ちゃダメ。近づきすぎもダメよ。ねえ。どうしたの？大丈夫。さっきちょっと腰を伸ばしすぎたの。少し休めば治るから。睡な、マッサージが可能です。痛みを緩和できます。姉さん、ちょっとマッサージ習ったことあるんだ。よかったらやってあげようか。いて。ユーマ、また姉さんの部屋には行ったの？ユーマって、さっきはるかの部屋に入って、また姉さんの部屋にも入ってるし。この変態！もう遅いから、みんな部屋に戻って休みなさい。ゆっくり。何この音？両手を上げて、頭を抱えて、壁際にしゃがんで。ユーマ？姉さん？マッサージしてるの？他に何があるの？なんなの？ノックもしないで入ってくるなんて。職業病でつい。何これ？どういうこと？ユーマ、変なことしてるんじゃないの？何考えてるの？タージェが腰を痛めたんだよ。ユーマがマッサージしてるだけだから。それだけなの？でも、さっきユーマがケムコを見てる時の目、なんかいやらしかったよ。真珠、ヨーコ、中に入って。ユーマの霧島家の一員よ。これからも仲良くしてあげて。変な勘繰りはやめてね。私たち別に間違ってないと思うけど。タージェ、みんな、ただ心配してるだけなんだよ。深い意味はないよ。そんなに怒らないで。これから、もっと一緒に過ごせば、誤解もなくなるよ。そういえば、霧島グループにはまだ行ったことないよね。明日は土地オークションがあるし、案内するから一緒に見に行こう。いいよ。ケムコ、女のくせに表に出てくるなよ。今回の土地オークション、競争は争うのはやめとけ。俺が手に入れるから。応答社長、今日の土地オークションはお互い、実力で勝負しましょう。君はもう負けだよ。君が何を欲しがってるか、俺には全部お見通しだから。どうだ？一晩俺と一緒に過ごしたら考えてやってもいいし、霧島グループを見逃してやるかもな。何よ。ケムコさん、大変です。今回の土地オークションの底根と戦略が流出しちゃいました。俺が言った通りだ。この場の全ては、俺が仕切ってるんだ。王と社長、このタイミングでシャンパン開けるなんて、それはタブーだよ、タージェ。今回のオークションは、俺に任せて。底根と作戦、バレちゃったね。本当に大丈夫なの？ラッキーシステム、予知カード、使う。江原市の今後10年の不動産価格2.5倍に上昇予測。第3区画、第7区画重点会、初エリア、地図あり。姉さん、俺を信じて、今日は俺が決める。どの土地を狙うか。じゃあお願いね。霧島グループの予算は40億だから、無茶な値段はつけないでよ。どうせそこで阻れてるし、セオリー通りじゃ勝てないよ。わかった。信じてる。ご参加の皆さん、本日はありがとうございます。
これより第3区画のオークションを始めます。資料はスクリーンをご覧ください。スクリーン。この区画は大学田運営エリアにあります。スタート価格は、これより入札を開始します。61億1000万。64億。7億。9億。ユーマ、正気なの？予算超えてるよ。この後の土地、もう入札できなくなるよ。お前9億の重み、わかってるのか。オークション司会、まだハンマーを落とさないの？ 9億、一度。他にご入札は？ 9億1000万。大島社長、この土地、予算には言ってませんよ。この仕事、続ける気あるのか？霧島グループには一つも土地を落札させない。ユーマ、一体どういうつもりなの？姉さん、俺を信じて、10億。こんなに上乗せして大丈夫なの？絶対に損だろ。大島社長、まだ行く？やっぱり素人だな。この土地、8億がせいぜいだ。欲しいなら、くれてやるよ。ユーマ、そんな無茶は許さないよ。勝手なことはさせない。100億円1回目。100億円2回目。100億円3回目。落札です。この区画は、霧島グループが落札しました。100億円で落札、おめでとうございます。霧島グループは、もうすぐこいつに潰されるぞ。もうこれ以上入札しないで。今回の競売は2億ロー。信じてくれ。俺に考えがある。グループの利益を最大限にできる。続いての土地。総面積20万平方メートル。建築予定面積40万平方メートル。開始価格15億円。これより入札を開始します。この土地、広すぎるよ。中心部から遠いし、これ地雷だよな。20億円。あんた頭おかしいんじゃない？この土地なんて絶対売れないよ。俺を信じて、絶対に損しない。残りはもうせる意味もないし、ひとまずこれでいいか。20億円1回目、20億円3回目、落札です。改めて霧島グループおめでとうございます。この区画を落札しました。こんなに金を使って、二つもゴミみたいな土地を落札したんだな。あんたには関係ないでしょ。正直に話して、なんであの2つの土地を落札したの？もしかして、何か情報を掴んでるんじゃないの？え？どんな情報だよ。俺はさ、なんとなくあの2つの土地が良さそうだと思っただけ。違うでしょ。何も分かってないくせに、そんな大金使って入札したの？私。分かってたら、ここに連れてこなきゃよかった。そんなに悲観しないで。もしかしたら、案外状況が好転するかもしれないよ。あんたを信じすぎたせいで、こんな大損することになったの。今すぐオークション主催者に連絡して、落札結果の取り消しを相談する。俺を信じて、もう少し待って。おめでとうございます、霧島部長。さっき都市計画局の発表が出てましたよ。さっき落札した土地が全部各新計画区域には行ったみたいです。一瞬でゴミみたいな土地が黄金になりましたね。今の土地は、最低でも5倍には値上がりますよ。これなら、霧島グループの上場は、もう間違いないですね。今なんて言ったの？あなたの隣の青年、投資界でもトップクラスの天才だよ。侮れないね。型破りなやり方だね。まさかこんな展開になるとは。頭いいな。レベル高いわ。公式の発表だ。この戦略で進めば、私たちが落札した土地は価値が5倍になる。ユーマ、さっきはごめんね。私が誤解してた。さっき言ったよね。ほら予想外の展開になったでしょ。信じなかったでしょ。さっきね、ほんとびっくりしたよ。ユーザー、おめでとう。すでに2人の姉の好感度が60になりました。秘密カードを1枚ゲット。指定した人の秘密をチェックできるよ。お金の増えるスピードが1分ごとに5万円になったよ。もしもし、父さん。159番地の土地。いいと思う落札したよ。霧島グループ。マジでアホだな。ゴミみたいな土地を2つも落札してさ、絶対大損してるって。このバカ。あの2つの土地には重要な計画があるんだ。すぐに価値が5倍になるんだぞ。ダメなやつ。さっさと戻ってこい。え？ユーマ、今回はあなたのおかげだよ。帰ろう。家に帰ろう。さっき母さんがメッセージで言ってたよ。しっかりねぎらってくれるって。行こう。お母さん。うちの代行労使が抱えてきたよ。今回の土地オークション、霧島グループのために、本当に大活躍だったね。よくやったね。霧島家の顔立ててくれたよ。うまくいくか心配してたのに、まさかこんなに儲けるなんて、本当にすごいよ。姉たちの好感度が初めて上昇、80までアップしました。おめでとうございます。再現、回収カードを獲得しました。使うと、誰にでも債権者になれます。相手が借金を逃げようとした場合、債権回収カードで制裁を発動できます。このカード、役に立つな。でも、使い道はあまりないな。
さあみんな、ぼーっとしてないで。今日は私が料理するわ。ユーマのお祝いをしよう。お母さん、料理するのどれくらいぶりなの？それに、あいつたまたま運が良かっただけで、実力なんてないし。ドレスなんて着させられて、ハイヒールまで履かされて、足がもう痺れちゃうよ。あの二人の好感度は相変わらず低いままだけど、まあ助かったし、とりあえず命は守れたな。じゃあ、ユーマに乾杯。おお、儲けしたね。縁子姉の信頼があったからこそだよ。俺はちょっと手伝っただけさ。もう謙虚しなくていいよ。ユーマがいなかったら、霧島グループにはその2つの土地を手に入れる勇気はなかった。みんな、乾杯。ユーマ、当時のセンス、すごいね。霧島、取締役会に、はい、行ってもらうことに決めたわ。意思決定にも関わってほしい。ちょっと準備しておいて。明日はまず霧島グループに来て、会社の様子を見てきてね。お母さん、私もユーマをグループで勉強させようと思ってたんだけど、でも、霧島取締役会にはいるのは、早すぎない？そうだよお母さん。こんな大きなことなのに、軽率すぎない？急ぎすぎじゃない？私は、反対。グループにはいたばかりなのに、いきなり取締役会入り、むちゃくちゃだよ。もう下げるのはやめてくれ。これ以上下げたらマイナスになっちゃうよ。俺死んじゃうよ。真珠ね、瑠璃ね、ユーマが会社のためにあれだけ稼いでくれたし、それだけ実力あるってことでしょ？じゃあさ、みんなで投票してみない？投票はしなくていい。私はユーマを信じてる。この件は、もう決めたから。必ず頑張ります。みんなの期待を裏切りません。ユーマ、ちょっと来て、肩もんでくれない？今日は本当に疲れちゃった。姉さん。ってこと？ユーマノーデマイがいいって話、本当かな？それなら、私たちにもやってもらおうよ。姉さんに取り入ろうとしないでよ。私たちと来て。違うよ。本当のこと言って、姉さんを利用して、会社でしっかり立場を築きたいんじゃないの？違うよ、本当に。姉さんの肩を揉んでるだけなんだ。マッサージって言ってたよね。さあ、やってみて。君たちも、マッサージしてほしいの？ひょっとして、マッサージって口実なんじゃないの？この前も姉さんのこと、いやらしい目で見てたよね。教えてよ、姉さんに、どんな魔法をかけたの？やめてやめて。マッサージできるかどうか、やってみればいいじゃん。今こそ、好感度アップのチャンスだ。今回は姉妹二人に、しっかり認めさせてやる。来なさい。思ったより腕がいいね。なかなかやるじゃん。本当にマッサージできるんだね。私の番ね。早くして。はい、今行く。姉妹の好感度がアップしました。報酬、略奪カードを獲得、略奪可能、資産1億円未満の相手、すべての資源。思いがけず嬉しいサプライズだな。マッサージって本当に疲れるな。体力全部持っていかれたみたいだ。姉さん。うん。何見てるの？ちょっと伝えたいことがあってきたの。明日、一緒に会社に行くよ。取締役会でね。みんなに君を紹介するから。みんなに君を紹介するから。忘れないでね。準備しておいてね。うん、はい。なんかぼーっとしてて、意外と可愛いな。違う違う。何考えてるのよ。彼は私の弟なんだから。ユーマ、こんな格好初めて見るわ。もしかして、スーツこそ本当の君だったりして？認めたくないけど、うちの会社の男の子たちと比べても、確かに、ユーマの方が断然いいわ。やっぱり昨日の夜のことがあって、この家での俺の立場、だいぶ上がった気がする。ユーマ、行こう。そろそろ会社に行く時間だね。
取締役会はドロドロしてる。だからあなたには会社にはいてほしくなかったの。霧島株式は、霧島家が7割しか持ってない。残りの3割は、創業期に親戚や監視役や信頼できる人たちが持ってる。プロジェクトの承認を仕切ってるのは、霧島だよな。この人か。なんでそんなにすぐ分かったの？この人はうちの2級。彼の権限は決定に直結するから、きっと発言権を他の人と分けたくないんだ。もしかしたら2級があなたに面倒をかけてくるかも。何が来ても受けて立つよ。姉さん、任せて、大丈夫だよ。誰だ、見たことない顔だな。まさか霧島社長の義理の息子じゃないの？霧島部長って、どんな人でも取締役会に呼ぶのか？エンジュ、こいつ誰だ？本当にまた結婚したのか。ふざけてるな。2級、弟の桐生優馬です。霧島取締役の提案により、取締役会に加わることになりました。反対だ。グループの業務に全く触れたこともない外部の人間が、どうして取締役会には入れるんだ？そうだよ。規則に反してるだろ。2級、彼をよそ者扱いするけど、土地オークションで見事に勝って、一番いい区画を手に入れたんだ。これも立派な成果だよ。だから何？私たちは大きなグループ企業だし、もうすぐ上場するのに、そんな外の人間を取締役会に入れるなんて、ちょっと軽率すぎるんじゃないか？お母さんを読んできて、この件は君が決めることじゃない。私、エンジュ取締役の任免ってそんな大事なことなのにどうして相談してくれなかったんだ？外の人間をいきなり取締役会に入れちゃったの？改めて紹介します。桐生優馬。私の警視です。先ほどグループに貢献しました。今から取締役会には入ります。反対は構わない。でも、カレー城の利益への貢献を示してもらう必要がある。皆さん、桐生優馬は土地オークションですごい功績を上げた。取締役会にはいるのが当然だ。霧島社長の決定を指示します。桐生取締役、ようこそ取締役会へ。覚えてろよ。この件は、まだ終わってないからな。ここがあなたのオフィスです。神崎夢の彼女があなたの秘書です。これから彼女が業務を案内してくれます。桐生社長、それでは、まずご案内しますね。会社のことをご説明します。はい。どうぞ。皆さん、少しお時間をください。これからグループの新任取締役をご紹介します。桐生優馬さんです。桐生社長です。桐生社長、よろしくお願いします。桐生社長、ちょっと休養があるので、ご自由にどうぞ。あの資料、今日の退社前に出すこと。桐生優馬、なんでここにいるの？わざわざ霧島グループまで追いかけてきたの？よくそんなことできるね。チカ、ここで働いてるんだ。前に、お金持ちと結婚するって言ってなかったっけ？関係ないでしょ。霧島グループなんて、田舎者のお前が来る場所じゃないよ。言っとくけど、ここまで追いかけてきても、私は絶対、よりを戻す気なんてないから。そこ、動かないで。言っとくけど、ここで、みっともないことしないでよ。じゃないと警備員に追い出してもらうよ。すみません、桐生取締役、またご案内しますね。今、なんで読んだの？今、なんで読んだの？ここはもう大体見て回った。次の部署に行きましょう。いや、待って。さっきなんで読んだの？うちのグループの新任取締役、桐生取締役です。桐生取締役には、もっと敬意を持って接してください。大声で呼びつけたりしないでください。信じられない。あいつ、前はただの貧乏人だったのに、どうして霧島の新任取締役になれるの？みんな私を騙してるの？桐生社長、お疲れ様です。給湯室です。少し、休憩されますか？どうぞ。気にしなくていいよ。みんなもちゃんと休んでね。お茶とお菓子を用意したから、後でみんなで分けてね。ありがとうございます。ユーマ、私たち別れるって言ったのは全部冗談だったんだよ。私はまだあなたの彼女だよ。今からやり直そうよ。いいでしょ？ちゃんと仕事しろ。そうすれば今の職は守れる。他のことは、期待するな。ユーマ。さっきまで桐生社長のこと貧乏に呼ばわりしてたのに、今更親しそうにしてるし、ほんと調子いいよね。彼女、前に桐生社長と付き合ってたんだって。今になって後悔してるみたい。霧島部長、桐生優馬さん。会社では社員にすごく好かれてます。それに、企画部のチカさんは、彼の元カノです。へえ。元カノ？そうです。前は結構揉めてたみたいです。チカさんは、しかもみんなの前で優馬さんをバカにしたこともあります。これはいい機会だな。ちょうど彼の弱みがなくて困ってたんだ。今回は絶対に取締役会から奴を追い出してやる。必ず。やり直そうよ。私が悪かったから行かないでよ。もう別れたんだ。もう可能性はない。クズ男！
あんた、やるだけやって、思案化をするなんて。お金持ちになったんでしょ？だから私を捨てたいんでしょ？それにあんた、横取り女。人の彼氏を奪って、ずうずうしいわね。何言ってるのよ。桐生社長とはただの同僚よ。まさか桐生取締役がこんな人だったなんて。真面目そうな子なのに、なんでよ小鳥女なんて。みんな、ちょっと聞いてよ。この人、霧島グループの新任の取締役なの。でも成功した途端に、3年も付き合った私をあっさり捨てて。しかも、横取り女まで作ったのよ。すごいゴシップだね。早くネットに流そう。絶対にバズるよ。それでは、次に進みましょう。エンコさん、大変です。急いでみてください。霧島グループのネットが炎上してます。取材も炎上を煽ってます。すでに対応しています。でもなんか妙ね。どうして世論が収まらないの？あなたとサブローは今注目されてるから、もっと協力してほしい。親はあんたを育てて、横取り女になるためだったの？確かに美人だし、そりゃ男をベッドに誘えるよね。あの子って、そんな風に捨てられていいの？ラッキーシステム、秘密カードを使って、地下が俺を陥れた。裏に何があるか調べてくれ。異元地下に100万円振り込まれた桐島生命から。やっぱりな、桐島生命か。俺を貶めて、そのまま取締役会から俺を追い出すつもりか？そんな簡単じゃないよ。ラッキーシステム、債権回収カードを使う。俺が社長の債権者になる。債権回収カードが有効になりました。桐生馬。今回はどうやって切り抜けるんだ？取締役会、絶対に追い出されるぞ。桐島取締役、不正2位まで急上昇しました。へえ、まだ助けを呼ぼうとしてるのか。もう手遅れだ。大島社長は俺の手の内だ。トレンドも、もう消せないぞ。桐島取締役、トレンドが全部消えました。関電の話題も全部消されちゃいました。嘘だろ。大島社長に電話だ。もしもし、おかけになった電話は電源が切られています。もしもし、桐生社長、まさかあなたが私の債権者になるなんて思いませんでした。全部トレンドかけしましたよ。ご心配なく。50億円の借金ですが、もう少しだけ猶予をいただけませんか？猶予が欲しいのか？今すぐバラすぞ、桐島製。名から見返りをもらって、世論操作の証拠を出すぞ。じゃなきゃすぐに公開します。絶対に取り立てないでください。まさか姉ちゃんたちが、俺を助けてくれるなんて思わなかった。やっぱり誰かがわざと罠を仕掛けたんだ。本当に悪質だよ。道理で桐生取締役が非難されたわけだ。全部仕組まれたんだ。なんでこの動画が流出しちゃったの？そんなはずない。ラッキーシステム桐島生命の他の秘密を公開。同期しました。桐島生命による少女へのわいせつ行為、兄を陥れた陰謀。証拠はネット上に公開されました。人事に連絡して、利権者をクビにする。誹謗中傷で訴える。具体的な流れは、鈴鹿姉に聞いて、鈴鹿姉に相談して。ゆうま、ごめんね。私が悪かった。全部桐島生命に無理やりやらせたの。会話は私に全部やらせたんだよ。お願い。クビにしないで。警察に通報するのやめて。お願い。最初にデマ流した時、今こんなことになるなんて、考えなかったの。終わった。もう全部ダメだ。くそ。桐生優馬、殺してやる。桐島生命。桐島生命。逮捕だ。鈴鹿、俺はお前の叔父だぞ。俺を捕まえる気か。兄さんを陥れた時、少女にひどいことした時、自分が私の叔父だって考えもしなかったの？お前ら、話せ。鈴鹿、俺はお前の叔父だぞ。証拠なんてどこにある？なんで俺を捕まえるんだ。話せ。今や証拠はネット中に広まってる。本当かどうかは調べればわかる。連呼をしろ。話せ。なんか変だよね。ずっと未解決だった事件が、証拠がちょうどユーマのところに陥れられた後に全部揃って出てきた。もしかしてこの件、ユーマが関わってる？今すぐ調査して、桐島生命が担当していたプロジェクト不正があったら、すぐ報告して、彼が持っている株式は私が回収する。桐島部長株式の移転です。桐島社長のサインが必要です。じゃあこうしようか。はるかね、さっきりょうかねから連絡したよ。桐島生命が、もう調査されて受験になったって。ちょうどいいわ。この機会に会社の厄介者を一掃しよう。最初の姉、好感度90達成、ラッキーカードゲット、ドライビングスキルカード。思ってもみなかったな。はるかねの好感度が、一番早く上がるとは、好感度が100になったら、どんなご褒美があるんだろう。桐島社長、弟さんが警察に連れて行かれたって聞きました。ネットで噂が広まってます。昔の事件も関係してるって聞きました。本当ですか？今会議終わったばかりだけど、何があったの？新しい取締役の人が、桐生さんが警察に突き出したらしいよ。皆さん、失礼します。席を外させていただきます。会社に戻ります。桐島生、名が異現地下に手を回して、桐生さんを陥れたんだけど、かえって昔の事件が明るみに出て、今は両金に捕まってる。こうなるのは当然だよね。初日から会社の問題児を引きずり下ろせるなんて、桐島生。名が持っていた 20% の株式を、桐生さんの名義にするのは、ちょうどいいと思う。取締役会を始めます。2つのことを発表します。1つ目は、桐島生命保有の、
グループ株式に 10% を取り戻します。二つ目は、この 20% の株式を、桐生さんの名義にします。霧島取締役。これは少し突然すぎませんか？桐島せん。名が問題を起こしたけど、私も辛いけど、でも会社のことは続けていかなきゃいけない。新しい血が入れば、もっと仕事がうまく進むはず。賛成です。皆さんの賛成を得て、今から発表します。これから、桐生さんが霧島グループの第2大株主となります。霧島生命の株主の立場を、そしてすべての株式も引き継ぎます。ユーマ、認めるよ。ちょっと偏見持ってたんだ。でも、霧島生命をやっつけるなんて、マジですごいよ。霧島生命じいさん、やっと倒れたね。前は本当に、うちに迷惑ばっかりかけてた。男がいないからってさ、それをいいことに。今回は、やっと罰を受けたね。すっきりした。そうだね。ユーマ、今日の業績も、わざわざ私にくれたんだよね。ありがとね。霧島真珠、霧島陽。この好感度が30アップ。霧島図鑑の好感度が60アップ。ユーザー、おめでとう。状況体質カードを1枚ゲットしました。鈴鹿ね、褒めすぎだよ。結局捕まえるのは姉の役目だからさ。ユーマ、ルリと一緒にビジネスで出かけるんだけど、ちょうど誰かに付き添ってほしくて。よかったら、私たちのボディーガードやってくれない？任せて、必ずやり遂げるよ。あと10分で始まっちゃうよ。遅れたら大変だからね。遅れたら主催者に、責任を問われちゃうよ。大丈夫だよ。心配しないで。遅れないから。いっそのこと、主催者に電話して、開始を遅らせてもらうよう頼んでみようか。心配しなくていいよ。ちゃんと時間通りに着くから。ラッキーシステム、ドライビングスキルカード発動。スキルが発動しました。ドライビングスキル、フルレベル。ユーマ、その運転テク、その場でスピンなんて、もしかしてレーサーなの？ちょっと、何してるの？なんでわざわざ回り道してるの？それだと余計に時間かかっちゃうじゃん。君たち、そろそろステージだよ。早く。寄ってるみたいだな。ほら行こうぜ。俺がいいとこ連れてってやる。自分で帰れるよ。話してってば。家なんて帰らなくていいだろ。てめえ何者だよ。彼女は俺の知り合いだ。寄ってるだけだ。お前ら何する気だ。おいみんな彼女。何時間もここにいるぜ。ずっと一人なんだぜ。遊びたいなら順番に並べよ何ぼーっとしてんだよ。かかれ。いいタイミングだな。ちょうど試してみるか。体質カード。ラッキーシステム。体質カードを発動。いい度胸してるな。覚えてろよ。忘れねえからな。行くぞ。大丈夫か？ねえ、結構かっこいいじゃん。桐生優馬とあの子、何があったの？通りで、なんであんなにあっさり引き受けたのかと思った。やっぱりバレナンパするつもりだったのね。女の子に会いか。今すぐ取って。これで弱みを握ったから、私たちの手の中よ。これからはもう、私たちの言うこと無視できないね。大丈夫？どこか具合悪いところない？イケメンくんだね。多分君の家族が君を探してるみたいだよ。連絡してみてね。俺先に行くね。家族に。面倒見てもらってね。終わった。やだ、やられちゃったね。やだ、すごい口紅ついてるじゃん。どうせ、まんざらでもなさそうね。結局さっき二人とも俺を見てたのに声かけなかったのは、これをネタに俺をコントロールしようとしたんだろう。そういうこと？そんなの気にしなくていいよ。早く帰ろう。ママがグループで、おばさんが帰国したけど、まだ連絡がないみたいって言ってた。早く帰ってよ、すみよ。わかった。うん。ユーマ、どうした？おいガキ、とっとと降りてこいよ。盛況ホールディングスに手出すなんて死にてえのか。盛況ホールディングス？盛況ホールディングスって話で、一番やばい裏社会の組織だよ。なんでそんな人たちに関わっちゃったの？今すぐ鈴鹿屋に電話して。このままだと今日帰れるかどうか、わかんないよ。降りないでいて。俺が何とかする。すぐ終わる。ガキ、お前まだガキだな。俺盛況ホールディングスのもんだぞ。盛況ホールディングスを怒らせて、無傷で帰れると思ってんのか。まあ、事情を知らなかったみたいだし、今すぐひざまずけ。なんかイカ土下座しろ。それから車の中の美人姉妹を呼んで、車の中の美人姉妹を降ろして、一緒に飲みに付き合ってもらおうか。それで今回のことは水に流してやる。ありえない。素直にしとけよかったのにな。痛い目に合わせてやる。やれ。ラッキーシステム。略奪カード。直接略奪できる。盛況ホールディングス。もちろんできますよ。略奪か、どの仕様に成功しました。盛況ホールディングス、ユーザーの所有となりました。強くてもどうにもならないぞ。お前なんか、俺がどうにかしてやる。覚えてろよ。今すぐ仲間呼ぶからな。会社の決定で、盛況ホールディングスの事業は、
全部桐生優馬が引き継ぐことになった。桐生優馬。今、当ててみろよ。俺が誰かわかる？社長、俺が悪かったです。偉い方だと知らずに、お願いです。許してください。戦意は伝わってくるな。別に得したわけでもないし。今回は見逃してやってもいい。ただ、ここに残れるかどうかは。社長、お願いします。どうかここにいさせてください。何でもやりますから、どんな危険でもやります。社長、お願いです。社長、残してくれるならそれだけでいいんです。家に帰らなきゃいけないんだ。車どけてくれ。はい、すぐに。行きます。ユーマ。さっきの人、君にひざまずいてたよね。生協ホールディングスの人なのに今日、なんで急におとなしくなっちゃったの？気になる？内緒だよ。別に興味ないし、さっさと帰ろうよ。母さん、こんな遅くに、まだ起きてるの？おばが帰国したけど、電話も誰も出ないし、LINE も返信がない。もしかして飛行機が遅れてるんじゃない？まだ無事って連絡できてないだけかもね。もうずっと連絡ないし。もしかしたら家に帰る気なんてないんじゃない？何言ってるのよ。今すぐ鈴鹿に電話するわ。警察に頼んで調べてもらうから。母さん、まずは焦らないで。それなら、他の人にも声をかけて、一緒に探してもらうよ。生協ホールディングスの情報ネットワークが、きっと役に立つはず。よく気がついてくれたね。もしもし。すぐ全員動かして人を探してくれ。情報はスマホに送るから。桐生社長、ご安心ください。必ずやり遂げます。ユーマ、ちょっと、陽子から聞いたけど、今日、生協ホールディングスとトラブルがあったんだね。生協ホールディングスは江原市で一番大きなグレーな勢力よ。うちはちゃんとした会社だから、絶対に関わっちゃダメよ。別にトラブルはなかったよ。ちょっとした誤解があっただけ。もう全部解決したから。でも、結局あの人にやられたんじゃ。もしもし。桐生社長、お探しの方、見つかりました。ただ、警察が先に見つけて、ついていくのは控えました。今は、もう家に戻ったはずです。わかった。ユーマ、鈴鹿姉が見つけてくれたよ。おばさんも帰ってきた。でも、おばさん、ちょっと様子があまり良くないみたい。どうした？ユーマ、写真のこの人、覚えてる？どんな顔だったか詳しく思い出せる？細かいところはもう思い出せない。俺とあの子、別に何もないから。よかった、おばさん。寄っちゃって、もう寝てるよ。そっとしてあげて。うん。ユーザー、おめでとう。姉たちの好感度が達成されたよ。企業カードをプレゼント。好きな企業をずっと所有できるよ。じゃあ時代アートエンターテインメントにしよう。全国トップクラスのエンタメ会社だし。やっぱ今はエンタメ優先だな。ユーザー、おめでとう。時代アートエンターテインメント株式会社の交換が完了したよ。真珠ね、ちょっと見て。時代アートエンターテインメントだよ。オーナー変わってる。明日、時代アートエンターテインメントとビジネス契約する予定なんだけど、新しいオーナーが誰なのか全然わからないし、うちのリソースに影響出たりしないかな。もしかしてさ、知ってる人だったりして。もし知り合いだったらさ、連れてってくれるんじゃない？映画界でビューできるかもね。ありえないって。知り合いでエンタメに興味ある人なんていないし、もう考えなくていいよ。明日契約しなきゃいけないし、そろそろ寝よう。あの美人の後ろ姿、どこかで見た気がするな。ユーマ、こっちに来て、おばさんに会って。おばさん、これが前に話してた弟、ユーマよ。おばさん、もしかして、昨日の夜の。あなたたち、前から知り合いなの？今日初めて会いました。そうそう、はじめまして。おばさん綺麗ですね。母よりずっと若いよ。私より5つ上なんだ。どうやら、あの夜キスしてきたのは彼女じゃなかったんだ。でも、マジでそっくりだな。何ぼーっとしてるの？ちゃんと聞いてる？最近、私と一緒にパーティーに行ってもらうよ。取締役になったばかりだから、江原氏の今の流れは早く掴んでおかないとね。あなた、もしかして、桐生剛の息子なの？うちの父さん、知ってるんですか？やっぱりおかしいと思ってた。姉が急に結婚したの、変だなって。父さんが急に再婚すると言い出した時、変だなって思った。結婚してからもずっと家にいないし、もしかして結婚には何か秘密があるのかな？おばさん、早く教えてよ。父さんと母さんの間って何か秘密とかあるの？もしもし。ユーマ。お父さんが帰り道で事故に遭ったんだ。今、病院で救急処置中だ。どこの病院？第一市民病院だ。早く来て。わかった、すぐ行く。姉さん、おばさん、父さんが事故に遭って入院したんだ。行ってくる。ユーマ、私も一緒に行くよ。母さん、どう？父さんはどう？ユーマ、お父さん、手術が終わったばかりよ。
全身のなんか、諸も粉砕骨折してて。今は ICU で様子を見ているの。本当に大丈夫なんですか？顔色を見ると。変な憶測はやめて。剛おじさんはもう命の心配はないよ。骨折だけ。これが一番いい結果だよ。もう大丈夫なの？でもみんな、なんで来たの？鈴鹿姉の家族グループで事故の写真を送ってきたから、みんな心配して一緒に来たの。心配しすぎないでね。ユーザーさんおめでとう。最初の姉の好感度が100になりました。ご褒美に倍増カードをプレゼント。今日監したら、好感度も上がるんだ。ユーマ、もう大丈夫よ。先に帰って。今夜はここでお父さんを見守るから。明日は会社の株式上場の日だから。エンコ、ねえ、ユーマと一緒に先に帰って。ちゃんと準備しておいて。僕も帰るの？鈴鹿姉、来てくれたんだね。剛おじさんの様子を見に来たよ。今、どう？もう大丈夫だよ。現場まで行ったの？事故の原因、何か分かった？うん。最初の調査では、ただの事故って言われてる正式な結論は、早くても明日みたい。盛況ホールディングスの前リソースをすぐ使って、今朝の交通事故の真相を徹底的に調べろ。お任せください。桐生社長、徹底的に調べ上げます。もしもし。桐生社長、調べがつきました。社長が調べさせた事故ですが、偶然じゃなくて人為的でした。誰がやったんだ？市役所秘書の陣内良一がやりました。ご心配なく、社長が指示してくれれば、どんなことでもやっちゃいますよ。今は手を出すな。しっかり見張ってろ。動きがあったら、すぐに知らせて。父さんって普通のサラリーマンなのに、なんでこんな偉い人に目をつけられたんだろう。隣の部屋は霧島家おばの部屋だ。霧島家のおばさ。私の部屋に来て。うん。すぐ行くよ。しないの。誰かが父さんに悪いことしようとしてるみたいだ。もしかして父さん、何か秘密があるのか？今の霧島邸では、父さんの過去を知ってる人は、多分彼女だけかもしれない。おばさん、こんな夜遅くに、なんで電気つけてないの？話すのに目は使わないでしょ。電話番号、あんただよね。おばさん、全部思い出したんだ。あの時おばさんが急に飛びついてきて、どうしていいか全然わからなかったよ。大丈夫。私が言いたいのはね、あんな気まずいことは、みんなで胸の中にしまっておこう。今日の昼間、私たちが初めて会ったんだよね。その時、真珠。ねえ、トルリネーもいたよね。これは私たち4人だけの秘密だよ。私たち4人で、この秘密を守ろう。これが一番大事だからね。ねえおばさん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、お父さんが結婚した。本当の理由、知ってる？そのことは。じゃあ、一つお願いがあるの。それをやってくれたら、教えるかどうか考えるね。おばさん、何でも言ってください。ユーマ、早く朝ごはん食べて。今日は会社の上場セレモニーで鐘を鳴らす日よ。絶対に遅れちゃダメだからね。わかった。ユーザー、おめでとう。姉との交流時間が条件達成。累計金額に1000万円クリア。報酬、消去カード1枚ゲット。このカードで自分より資産や地位が低い相手を消去可能。秘密カードももうないし、父さんの秘密もわからないままか。ここで消去カードを使おう。陣内良一を消してやる。警告。陣内良一の名声と地位は、ユーザーよりはるかに上です。消去できません。あの陣内良一は、やっぱり一筋縄ではいかないな。よっ。また会ったな。桐生、よく顔を合わせるな。別に嬉しくないよ。今日は運が悪い日みたいだな。まさか金石ホールディングスと霧島グループが同じ日に上場するなんて。あんなに大きい金石ホールディングスなら霧島グループを後押しちゃうんじゃないか。王子正俊はメンツをすごく気にするから、前回の土地オークションでは得しなかったし、今回は霧島株を空売りするつもりなんじゃないか。世間知らず長きだな。円子。土地オークションでラッキーしたからって、株でも勝てると思うなよ。今日は俺たちが、金石ホールディングスの主役だ。霧島グループは、所詮ピエロ役だよ。霧島グループの代表の方、どうぞ。霧島円子さん、ご挨拶お願いします。では、失礼します。お前ら、すぐに準備しとけ。よいしょ。金石ホールディングス、霧島グループ、正式に上場されました。おめでとうございます。姉ちゃん、お疲れ様。やっと、ゆっくり休めるね。でもなんだか、まだ落ち着かないの。今日上場したばかりなのに、金石ホールディングスがいきなり 30% も上がってるよ。今のうちに買わなきゃ。
霧島部長大変です。霧島株がいきなり 20% も下がってます。なんで？私、ちょっと疑ってるんです。ライバルが意図的に空売りしてるんじゃないかって。絶対あいつらだ。霧島グループ、業績いいはずなのに、なんでこんなに急落してるの？霧島株はやめとけ。金石ホールディングス、今が買い時だよ。このままだと、本当に紙くず同然になっちゃうよ。ラッキーシステム。倍増カードを使う。倍増カードの効果が発揮されました。霧島グループの時価総額は今後の市場で、最低でも2倍になる見込みです。どういうこと？今、ページを更新したら、霧島株が急上昇してる。うちの株、上がってきてますよ。もう 10% も上がってますよ。まだ上がってるみたいです。上がってよかった。上がってよかった。どこの機関がこんなに強気で勝ってるんだろう。ユーマ見て見て。株上がってる。上がってよかった。もしかして倍になるかもね。倍になったの？初日でいきなり倍になったの？ユーマ、もしかして何か分かってたの？もしかして株が上がったのって、ユーマが関係してるの？それに前にグループのためにやってくれたことも、時間を作って二人きりではなそう。ユーマ、グループの株、いいスタートを切ったし。じゃあ、お祝いしよう。どこかキャンプ場でバーベキューでもしない？いいね。ありえない。すぐにもっと圧力をかけろ。霧島グループを空売りしろ。大島社長、このまま空売りを続けると損失が大きすぎます。余計なこと言うな。言う通りにしろ。はい。大島社長、まずいです。霧島グループの株が全然下がりません。会長からも売連絡が来てます。なんでこんなことになったんだ。じゃあ、今回は一旦手を引く。もしもし。ユーマ、今どこ？今、円子と証券取引所を出てきたところだよ。これから帰るよ。お父さんが目を覚ましたよ。すぐ来てね。本当に？今すぐ行くよ。父さん、具合はどう？ユーマ、来たね。お父さんは薬を飲んだばかりで今を跳ねてるよ。円子に送ってもらって、ゆっくり休んで、今夜は俺がここで見てるよ。いいよ。あ、そういえば、ネットでニュースを見たんだけど、霧島グループの株が2倍になったって。霧島グループの中で、こんなことできるのはユーマしかいないよ。みんな家族みたいなもんだから、グループのためになるなら何でもやるよ。ユーマ、もう十分頑張ってくれたよ。ご褒美、何が欲しい？何でも言って。本当に？何でももらえるの？うん。じゃあ、こっそりお願いしてもいい？ずっと気になってたんだけど、聞きたいことがある。清の父さん、籍入れてるって本当？あなたのお父さんとはずっと前から知り合いだったよ。それに、ちゃんと愛情もあった。ってことは、清野さんと父さんの結婚って、偽物だったの？やっぱり見抜かれちゃったね。それでも、5人の姉さんたちに変な気を起こしちゃダメよ。絶対に。ああ、何よその後は。ダメって言ったらダメなの。それと、他の人には絶対言わないでね。できるだけ知ってる人は少ない方がいいから。わかったよ。知らないふりしておくね。やっぱりママって呼ぶよ。姉さんたちも俺のことを弟って呼ぶし。あ、そうだ。なんであんな約束をしたの？ここまでよ。言えることはもう全部話したわ。他のことはもう聞かないで。これも全部、あなたのみを守るためなのよ。ママ、さっき、何を話してたの？いや、なんでもない。結婚はぎそうだったのか？じゃあこの5人の姉さんたちとは、家族としての関係も変わっちゃうのか？どんな場でも兄弟って呼び合うこと、忘れないでね。ユーマ、どうしたの？体調悪い？無理しないで、先に帰って休んだら。ここは特別病室だし、もともと専門のスタッフがちゃんといるから。まあいいわね。とりあえず一緒に帰りましょう。私も話したいことがあるの。うん、いいよ。じゃあ行こうか。お母さん、みんな帰ってきた？剛おじさん、具合はどう？安心してね。もう病室に移ったから、もう心配することはないよ。
そういえば聞いたんだけど、最近霧島株がすごく上がってるらしいよ。ユーマ、今回もユーマのおかげ？なんでそんなにすごいの？鈴鹿ね、褒めすぎだよ。霧島の評判がいいから、株主の信頼が厚いんだ。さてみんな揃ったし、家族会議を開こう。じゃあ、家族会議なんでしょ？私なきでやるなんてありえないよ。写真がすごくぼやけてる。あの夜のこと、やっぱりおばさんだったかどうかまだわからない。ユーマって何事もなかったみたいにしてるよね。私たち、あの夜見間違えたのかな？私を見てどうしたの？おばさんだけだよ！さあ座って。座って。うちのグループ、ついに上場したよ。これは本当にお祝いしないとね。みんなそれぞれ何かお願いがあれば言ってね。できるだけ叶えてあげるから。私、テク系の IT 企業を立ち上げたい！私たちも芸能界でデビューしたい！まだ決まってないんだ。もう少し考えてもいい？いいよ。みんなの希望は全部 OK だから。縁子さんはどうしたい？何日か休みたいです。もちろんいいよ。この数日間はしっかり休んでね。会社のことは私に任せておいて。うん。それと、私が持っている株式の 30% を縁子さんに渡すことに決めた。8% をユーマに渡す。賛成だよ。大臣はずっと苦労してきたし、グループに貢献してきたから、それは当然だよ。私は反対。姉さん、私は納得できない。その株の分配案には反対。姉さん、私は反対です。その株式は異分案には。おばさん、ユーマはグループにすごく貢献してるし、株をもらう資格があるよ。あるか。何か意見ある？姉さん、私はね、ユーマの今の貢献と実力なら 30% の株をもらうべきだと思う。あなたの意見に賛成よ。本当はもう少し様子を見てから株を譲るつもりだったけど。でも今考えてみると、いつ渡しても変わらないわね。ケムコ。明日、会社の各部署に連絡して。わかった。じゃあ明日みんなに知らせるね。ところで、明日は月光ビーチキャンプ場でキャンプする。誰か一緒に行く？あそこって有名なキャンピングカーのキャンプ場なの？インフルエンサーとか芸能人もよく来てるんだって。前から行きたかったんだ。私も。私は行かないわ。たけしおじさんの世話があるから。じゃあ、そういうことで。明日はリビングに集まろうね。ユーザー、おめでとうございます。姉たちと過ごした時間が条件をクリアしました。2400万円のボーナス獲得。次のレベルヘアアップ。毎分自動で5万円ゲット。3時間ごとにイベント発生カードが1枚もらえる。またレベルアップしちゃった。これ結構親切だな。ユーザー、おめでとうございます。今日はラッキーカードが発動しました。万能スキル、カードを獲得しました。スカウト、すべてのトップレベルな才能神につきます。別に芸能人になるわけじゃないし、これ、意味あるのかな？くそ、たけしは命拾いしやがったな。次は、もう運なんてないぞ。陣内秘書、やっぱり霧島グループ相手ですし、そこまで徹底的にやるのは、良くないんじゃない？俺に指図する気か？とんでもありません。ご指示があればどうぞ。その通りにいたします。確かな情報によると、霧島家の連中が外出するらしい。今度は絶対に失敗するな。わかりました。ちゃんとやります。上の方にいいように言っていただけると助かります。言うことは全部言ったから。ことが終わったら、ちゃんとお前にも徳がある。わかりました。失礼します。なんか、後ろの車、ついてきてる気がする。最近誰かを怒らせたりしてないよね。大丈夫。俺がいるから。私たちを追ってきた車、事故ったよ。ちょうどいいじゃん。もう追ってこれないね。もしかして、あのダンプトラックってあなたが手配したの？たまたまだよ。みんな先に行っちゃったよ。急いで追いかけよう。みんな来てくれたんだね。めっちゃ綺麗！写真撮るのにぴったりだね。
もしもし、桐生社長、仲間はモーテは泉です。こっそり警備しています。さっきぶつけたのは警告ですよ。頭が回るなら、もうやめるってわかるはずです。よくやった。ユーマ、何してるの？早く私たちに来て。写真撮ってよ。今行くよ。ユーマ、写真撮るの得意なんだね。早く見せてよ。めっちゃ綺麗。これなら加工しなくてもいいね。いやー、万能スキルカードがあって助かった。プロ並みの撮影テクだし。なかったら好感度ピンチだったよ。おばさん、この後ユーマの腕前、ぜひ味わってみてね。5つ星レストランのシェフよりすごいよ。へえ、そうなの？後でわかるよ。さあ、おばさん。はい。真珠ね、瑠璃ね。私も食べたい。美味しい。ハスミバンドの曲だ。ここでライブやってるんだ。すごい。湖の音楽フェスタ。ユーマ、みんなで見に行こうよ。私も行く。行こう行こう。時代アートエンターテインメントのアーティスト。出演料、500万円くらいするんだよ。このキャンプ場。すごいお金かけてるな。ユーマ、なんで出演料のこと知ってるの？ただの予想だよ。誰かステージに上がりたいファンいる？僕と一緒に歌いたい人。いるかな？そこのお嬢さん、君だよ。どうぞ上がって。いや、やめとくよ。盛り上がりに参加してるだけ。ちょっと見てるだけだよ。うわ。ゴーの顔を潰すなんて、目立ちたいだけじゃない？腹黒る女。ゴーはいまいち万人気の歌手だよ。将来も期待できるし。見た目は純粋そうだけど、結局は売れたいだけなんだよね。見た目は純粋。でも実は演技はステージに上がるのも怖いくせに、やたらアピールしてるだけ。みんなの楽しい時間を台無しにしてる。なんなのあれ。ひどいよ。ゴー、最高だな。腹黒女。やられて当然だよ。何やってんだよ、警備員。こいつ、早く追い出して。結局、誰かをステージに上げたいだけなんだろ。下にいるのは俺の姉だ。この機会なら、俺が姉の代わりに歌うよ。よくもゴーニーの場を荒らしてくれるな。お前覚悟違い見せつけられるぞ。好きな曲、選んでいいぞ。お前の代表曲だろ。ノーイッチってやつ。この曲、めっちゃ難しいよ。この曲、めちゃくちゃ早いよ。この曲に挑戦するなんて。ゴーはラップ界のトップだよ。ユーマ、正気なの？はるかを守るために出てきたとしても、わざわざ大変な目に遭うことないのに。ユーマ、信じてる。次はお前だ。ビビってかし忘れるなよ。やば。ゴーよりすげえ。これ、神ってるラップだな。嘘だろ。絶対こっそり練習してたよな。ユーマ、最高。もう一曲やろうぜ。絶対勝つ。ゴー！桐生社長、本当にもう仕分けありません。暗くて、よく見えませんでした。歌の出前も。こんなにすごいとは思いませんでした。社長ってどういうこと？何言ってんだよ。この人、時代アートエンターテインメントの社長だ。俺たちのボスなんだよ。だから何？俺の知名度なら、俺をスカウトした奴なんていくらでもいるし、とっくに辞めたかったんだよ。ゴー、無茶しないで。薬金だけでは1億円も払わなきゃいけないよ。早く社長に謝って桐生社長。もう仕分けありません。本当にごめんなさい。こいつ、礼儀知らなくて。どうか多めに見てやってください。こいつ、礼儀知らなくて。お前もルール守ってないな。無断で営業ライブに出て、人を侮辱してプロ意識のない奴は、会社に残すつもりはない。違約金を払ったら、もう会社とは無関係だ。社長、もしかして契約解除ですか？それだけはやめてください。桐生社長、どうかご勘弁ください。今後の協力について少しお話できませんか？もう決めてある。契約解除の手続きは、会社に任せるから。あの男の人、誰？若いのに堂々としてるね。桐生優馬って名前みたいです。調べてみましょうか。やめておいて。そういうのはいいから、わざわざ人のこと調べなくていいでしょ。せっかく江原に来たんだから、興ざめなこと言わないで。はい。
つよし、どうしたの？誰か怒らせちゃったのかな？もう帰ってきたの？フェス見に行ったんじゃなかったの？ちょっと考えたんだけど、つよしの社長って桐生ユーマなんじゃない？桐生ユーマ？どのユーマ？うちのユーマ？そう。さっきステージにいた時、誰かが桐生社長って呼んでるの聞こえた。しかもすごく丁寧に接してたよ。あ、そうだ。ユーマは？さっき来た時、見かけなかったよ。現時点でユーザーは姉たちと一緒に過ごし12時間。合計で3600万円を獲得、ユーザーのレベルに応じて、ラッキーカード4枚が発動しました。4枚早く。どんなカードか見せてよ。企業カード消去カード、現レベルにより以下から自由に選べます。時価総額800億円の会社、鑑定カード、トップレベルの鑑定機能が使える。しかも古代の財宝マップもついてくる。兵士カードはまだ使用できません。また同じカードかよ。使えないのもあるし、システム。ふざけてるのかよ。兵士カード国内では今のところ使えません。他の国なら使えます。ユーザーのレベルが条件を満たせば解放されます。500人の充実な傭兵を手に入れました。やっぱりレベルアップしないとダメか。まだ寝てないの？まだだよ。どうしたの？話があるんだ。ユーマ、本当に時代アートエンターテインメントの社長だったんだ。めっちゃすごいじゃん。みんなもう知ってたのね。じゃあ、社長って呼んでみてよ。社長。社長。私たちも重用してもらえる？実力次第だよ。どんな実力を見るの？まさか、枕営業とか？じゃあ、彼女にやらせて。だから、実力次第って言っただけだよ。どこまで考えてるんだよ。もう遅くなってきたし、早く帰って休んでね。世の中って本当に不公平だな。モテる奴はとことんモテるよな。あんな美人が2人もいるなんて、さっき来るまで何してたんだろうな。嘘。また美女。行こう行こう。おう、姉。そんなに見とれてどうしたの？姉さんも来たの？3子と4子が来てるんだから、私が大事なんだし、私だって来ていいでしょ？そんなことないよ。姉さん、何か用があるの？ユーマ、時代アートエンターテインメントってあなたの会社なんだよね。だからちょっと相談があるんだけど、あなたの時代アートエンターテインメントを霧島グループの参加に入れてもらえないかな？霧島グループってさ、上場は成功したけど、でも、これから転換しなきゃいけないんだよね。今までの化学工業や機械産業は全部閉鎖する。それにグループもエンタメ業界に進出するよ。てなんだ。姉さん、まさか、うちのしょぼい会社が気に入ったの？しょぼい会社なんて言わないでよ。あなたの時代アートエンターテインメントは、なんと500億円の価値があるんだから。もちろん理由もなく、時代アートエンターテインメントを霧島グループと結びつけるつもりはないよ。霧島株式の 10% を出して買収するつもり。霧島グループの評価だと。10% の株式って、80億円以上になるんだね。うん。母さん賛成してくれるかな？母さんのことは私が話すから、あなたが OK ならそれでいいよ。これからよろしくね。こちらこそよろしく。母さん。帰ってきたの？母さん、こんなところじゃ、ちゃんと眠れないでしょ。今夜は俺が病院に行くよ。ちゃんと休んで。ねえ、ユーマ、聞いたんだけどさ、時代アートエンターテインメントってあなたの会社なの？ちょっと考えてたんだけど、あなたの時代アートエンターテインメントと霧島グループ、一緒にやっていけないかな？母さん、ちょうど今、買収の話をしようと思ってたの。私が持ってる霧島株式の 10% を使って買収しようと思ってる。あなたの株式は使わなくていい。私の株式でやるつもり。母さん、どういうこと？私なりの考えがあるの。もう疲れちゃったから、ちょっと休ませてもらうね。今日はこの辺で。先に病院お願いね。後で私が代わるね。母さん、これは俺の役目だから、ちゃんと休んで。父さん、起きたの？来てくれたのか？ああ。リボは帰ったのか？帰ったよ。父さん。なんであの人形だけの結婚なんかしたの？知ってたのか？陣内良一が、なんでお父さんを狙ってきたの？知らないよ。けど、彼の上司の江原大樹はよく知ってる。江原大樹。江原氏じゃ有名な人だよね。江原大樹。昔は彼と中学の同級生だった。家がすごくて、20年以上前。大学受験の時、私は合格したけど、彼は落ちた。でも結局、大学に行ったのは彼だった。だから、彼があなたになりすまして大学に行ったってこと？訴えたんだけど、黙れって脅されてさ。それで逃げて、働きに出たんだ。数年前にやっと戻ってきた。
今度昇進するから、昔のことがバレるのを恐れて、口封じに人を送ってきたんだ。お父さん、ちゃんと休んで、このことは俺に任せて。こんな話をしたのはな、理由を教えたかったんだ。絶対に関わっちゃダメだぞ。俺たちじゃ太刀打ちできないんだ。お薬買いますね。お父さん、安心して俺に任せて。もしもし、頼んでた件。どうなった？桐生社長陣内良一のコードを全部は悪できました。今送りますね。彼が会った人のリストを全部お送りします。まだ見張ってて。異常があったら、すぐに知らせて。陣内良一、病院で看護師と会ってた。陣内恵美。やばい。薬を買いに来たあの看護師か。ちょっと通ります。そろそろ仕事終わり？はい。ちょうど用事があって出かけるところなんだ。最近父の世話してくれて本当にありがとう。送るよ。そんなに気を使わなくていいよ。駐車場で待ってるから。陣内恵美は、陣内良一と知り合いなんだ。この機会は逃せないな。ここだよ。乗って。はい。ありがとうね。家派進化通りの近くなんだ。もし通り道じゃなかったら。気にしないで。準備できたら出発しよう。そういえば恵美看護師。ここで働いてどれくらいになるの？陣内良一さんって、市役所の人、知ってる？なんで知ってるの？彼は親戚のおじさんだよ。何か用事？縁起なのか、それとも本当に知らないのか、どっちだ？いや、別に、陣内良一さんが君のところに来てるのを見かけただけ。ああ、なるほどね。彼は私を訪ねてきたよ。お金が必要ならいつでも言ってって言われたけど、私はもらわなかった。カードを渡してすぐ帰っちゃった。お金に困ってるの？変な意味じゃないよ。ちょっとだけ言っておきたいんだ。君のおじさんさ、いい人じゃないよ。距離を置いた方がいいよ。なんで私のおじさんのことをそんな風に言うの？もう送らなくていい。下ろして。陣内秘書桐生優馬がいみさんを連れて行きました。こいつめ、予想以上に警戒してるな。誰かに尾行させましょうか。居場所を特定しろ。どう動けばいい？言わなくてもわかるだろう？はい。なんであんたなの？私が来ちゃ悪い？自分で言ったこと、もう忘れたの？お金あげるから、私のもの返して。何のこと？写真！私の写真返して。みゆね、写真、姉が持ってたんだ。言ってくれればいいのに、みんな、見てみろよ。邪魔、あっち行け！すみません。今日は急いで出てきたので、持ってくるの忘れました。泣いちゃうの。なるほど。彼女は弱みを握られてたんだ。こんな大勢で、女の子一人を相手にして、やりすぎじゃない？ヒーロー気取りかよ。言っとくけど、こっちにはヤバいネタがあるんだ。見たら絶対びっくりするよ。かっこいいから、サービスしとくよ。私の写真を他の人に売るつもりだったなんて。女の子なのにそんなことするなんて、性格悪すぎだろ。ニューネーに悪口言うなんて、命知らずだな。黙ってろ。やめて、何するの？近づくな。それ以上来たら、服全部脱がせるぞ。どけ、バカ、下がれ。どうした？記念に写真撮らないのか？はい。撮っちゃダメ。見るんじゃない。目を閉じて。今は俺の手元に写真がある。返してほしいなら、どうすればいいかわかるよな。使えない。何のためにいるのよ。早く車に乗れ。
どういう運転してんだよ。どこ見て運転してんだ。まさか桐生優馬が俺たちを邪魔するために人をよこしたのか。みゆ姉をいじめておいて、今度は帰らせないつもりか。ごちゃごちゃ言うな。やれ。なんであの憎みが揉めてるんだ。若いから熱くなっちゃうんだな。やめろ。何やってんの？まさか、あの人が。急げ行くぞ。みゆね、どうしてあいつら逃げたの？みっともないわね。さっさと行くよ。はい。桐生さん、家まで送ってもらえますか？行こうのって。遅かったね。どうしたの？母さんがもう病院にいてくれたよ。道中でちょっとしたことがあって遅くなったんだ。そいつら、あの女を見た途端逃げ出したんだ。もしかして彼女って何か裏があるのかな。ユーマ、明日会社行くんだから全体会議あるよ。年に1回だからちゃんと早起きして遅れないようにね。わかったよ。そうだ、今写真を送るね。見て見て。さっき道で会った人なんだけど、誰か知ってる？江原市の人には見えないね。なんか見覚えがある。どこで見たか思い出せない。あ、この人、天ディケ教徒レイズオみたいだね。確かにあいつら、ミユネって呼んでたよ。じゃああの子は天ディミユだね。天城家当主の三男の娘で、一番下の孫なんだよ。京都の天城家？どうして原に来たんだ？よくわからないけど、天城家はトップクラスの名家だし、関わらない方がいいよ。ユーマ、そんな風に聞いてるけど、もしかして彼女を怒らせたんじゃない？いや、そんなことないよ。多分怒らせてないと思うけど。ねえねえ、おばさん、天城ミユについてもうちょっと教えてよ。本当に怒らせたの？いや、ただ気になっただけ。あの子、前は、こんな服装じゃなかったんだよ。多分反抗期なのかな。でも、もし本当に彼女を怒らせたとしても、大丈夫だよ。彼女が何か問題を起こそうとしても、天城家はとっくに動いてるはずだから。前に約束したこと、ちゃんと守ってくれる。もちろん、今日会社終わったら、一緒に部屋探しに付き合うよ。おばさんに頼まれたことって、まさか部屋探しと引っ越しだけだったなんて。ユーマ、何考えてたの？この後さ、一緒に夜食食べに行かない？いいよ。ユーマ、一緒に食べよ。ユーマ、なんかさ、うちの母さんとお前の父さんって、もしかして偽装結婚なんじゃない？なんでそんなこと言うの？ほら、あなたが引っ越してきた時に、一度だけ、たけしおじさんに会っただけだよね。その後たけしおじさんは実家に帰って、母さんはずっと家にいて、連絡もしてないし。その後、たけしおじさんが入院した時も、母さんが付き添ってたけど、なんか変な気がするんだよね。それ全部君の想像でしょ？証明書なんて偽造できるの？私も自分の推測が嘘だったらどうしようって思って、わざわざ母さんのスマホをハッキングして中身を見てみたんだ。二人のツーショットも全然なかったし、親密なやりとりも全然なかったし。ハッキングできるの？そんな腕があるならさ、ちゃんとしたことに使えば。例えば陣内良一を調べてみるとかさ。あの人なんてどう？でも、あの人はちょっとレベル高いし、君には無理かもね。は？誰をバカにしてるの？私、超一流のハッカーだから、見てなよ。超圧作戦、本当に効果あったな。姉と一緒に過ごした時間、目標達成です。ユーザー、おめでとう。秘密カードを1枚ゲットしました。思ったらすぐ来るな。でもこのカードで陣内良一を調べるのは、ちょっと贅沢すぎる気がする。ラッキーシステム。天城ミユの秘密を全部調べてくれ。ウィッグとタトゥーシールか。どっちも全部、演技なんだな。この反抗的な見た目の奥には、本当はすごく不安なんだよな。みゆね、桐生優馬の資料、調べがつきました。ただ一部は、誰かが匿名で送ってきたものです。江原氏の勢力からのアピールっぽいです。思考ってどういうこと？誰なのか、ちゃんと調べて。本当は、陣内由美をちょっとからかうつもりだったのに、途中で、桐生優馬がいきなり現れて、まさかの大失敗しちゃった。はい、すぐ調べます。こいつ、ちょっと面白いね。おばさん、何か悩み事でもある？なんで引っ越したいの？気になる？引っ越したら教えてあげるね。桐生優馬、いるだろ。
出てこい。ミュウネーの手下だろ。何かよ。わかってるくせに聞くなよ。さっさと渡せ。どんな人でも関係ない、早く出ていけ。天城家京都本家って知ってるか？ミュウネーがすぐ来るぞ。さっさと物を渡せ。そうすりゃみんな無事で済む。さもないと。こうなるぞ。ちょっと遅れただけなのに、なんでこんな騒ぎになってるの？ミュウネー、やっと来てくれましたね。さっき姉のために、しっかり仕返ししてやりました。ってことは、これ全部あんたが壊したの？誰にそんな土器をもらったの？姉のために、やったんです。私がそんなこと言った？天逃げ投資の責任を追及したら、あんた責任取れる。ミュウネー、申し訳ありません。すみません。うちの者がご迷惑をおかけして、会社のものを壊してしまいました。壊れたものをリストアップしてください。損害分は倍額で保証します。このためにわざわざ来たの。場所を変えてはなそう。言いたいことがあるなら直接言って。写真は全部渡すよ。私のものも、ちゃんと返して。写真数枚のために、そんな大騒ぎすること？こんな大勢の前で、よくそんなこと言えるね。俺の分は？他の人には見せてないし、君のは、今は持ってない。また今度時間決めて、その時に渡すよ。オッケー。連絡待ってるね。ミュウネー、いつの間に江原に行ったんだ？天城家当主、こっそり抜け出したみたいです。この若者、桐生優馬って言うんですが、ミュウネーの弱みを握ってるみたいです。こいつどうしましょうか？やらなくていい。ミュウネーは弱音を吐かない。自分で何とかするさ。ちょっと待て。桐生優馬の動画を、もう一度見せてくれ。いらっしゃいませ。どんな家を見たいですか？もう出るルームってありますか？ありますよ。こちらへどうぞ。こちらをご覧ください。このお部屋は 3LDK タイプです。南北に抜けていて、リバービューも楽しめます。この物件は、お値段が、だいたい1億5000万円前後です。この部屋に決めた。なかなかいいね。俺も同じのを一つお願い。2つも ?2 部屋ですか？これ、1億5000万円ですよ。ぼーっとしてないで早く契約書準備して。2部屋、俺が払う。一括払いだ。はい。あなたも買うの？まさか、知ってたの？知ってたんだ。君も知ってたのか。俺の両親が偽装結婚してること。霧島邸に住み続けるのも居づらいしね。まあ、それも悪くないね。引っ越してもご近所さんだし、お互いに気にかけ合えるし。母さん、どこ行ってたの？少尉と、家を見に行ってきた。引っ越すつもりだ。少尉、家で一緒に暮らすのじゃダメなの？少尉が引っ越したいって言うなら、その希望を受け入れましょう。これから家で美味しいものができたら、ちゃんとおばさんにも届けてあげてね。お兄ちゃん、なんでお兄ちゃんまで引っ越すの？リバービューの部屋、なかなかいいよ。ここから持ち帰し、今度、みんなで遊びに来てよ。早く引っ越して、もう待ちきれないよ。みんなでパーティーしよう。ユーマが引っ越してきた時は、みんなそんなに盛り上がってなかったよね。そろそろ、もう遅くなってきたし。ちょっと大事な話があるよ。剛おじさんが退院するよ。母さん、心配しないで。私たちが剛おじさんをちゃんとお世話するから。そういえば、今月末はお母さんの誕生日だよ。その時は私たちと剛おじさんで盛大にお祝いしようね。もしもし。桐生さん、会っていただけますか？渡したいものがあります。陣内良一に関するものです。いいよ。桐生さん。これ、お返しします。私の写真。今日、陣内良一が私に会いに来たの。話したことは全部ここには言ってる。剛おじさんの事故のこと、彼の仕業だったなんて知らなかった。それに、剛おじさんに何か仕掛けるように言われて、ずっと彼は優しい人だと思ってたのに。でも、まさかこんなことになるなんて。これがあれば、真相がはっきりするね。そういえば、誰かについてはなしてた？名前は出てたよ。でも、桐生さん、彼のバックは強すぎるんだ。江原大樹でしょ。なんでわかったの？江原氏じゃ、彼が全てを仕切ってるの。だから、よく考えてみて。よくやったな、陣内恵美。他の奴に加担して俺を陥れるなんて。陣内秘書かよ。どういうつもり？追い詰められて殺して口封じする気か？お前が何人か来い。桐生さんを連れて行け。こっちではなそう。ラッキーシステム、消去カードを使う。消去カードの発動しました。対象、派陣内良一です。ペナルティを即時発動します。
早く救急車を呼べ。亡くなっています。もう手当ての必要はありません。死んじゃったの？悪いことばかりしてたのかもな。神様も見ていられなかったんだ。天罰学だったんだな。桐生優馬、絶対お前のせいだ。何してるんだ？鈴鹿ね。鈴鹿ね、来たんだ。君は目撃者だから、後でまた事情聴取するから、と奥に行かないでね。わかった。おかしいな。この木勝手に倒れたのか？自然に倒れたんですよ。私たちが見た時にはもう倒れてました。了解。まず現場を早急に片付けて、遺体搬送の手配もして、現場検証と証拠の確保も忘れずに。了解です。この女性は？彼女は陣内良一の身内だよ。ちょうどよかった。これ君に渡すね。中に記録されてる。陣内良一の話が、陣内良一が人を指示した内容も、父を来るまで襲わせた証拠も、全部この中には言ってる。これ、やっぱり簡単な話じゃなさそうだね。わかった。今日はひとまず帰ってて、また後で話を聞くから。思いもしなかった。消去カードの発動方法が、こんな風だったとは。なんだって？陣内秘書が変死したって？警察に連絡してくれ。とりあえず事故死ってことにしておいて。桐生優馬。天城家と何か関係があるみたいだな。こんな時に絶対に正体を明かしちゃいけない。わかりました。了解です。もしもし、ちょっと用意してくれ。最近さ、しばらく身を隠すよ。会社のためじゃなきゃ働きになんて来ないよ。今までこんなに働いたことないよ。なんで二人ともわざわざついてきたのかと思ったら、会社のためだったんだね。もういいよ。二人とももうやらなくていいよ。休みに行ってきて。後でご飯食べに行こう。じゃあ社長、私たちを芸能界でビューさせてくれる？もしもし。桐生社長、お祝いの品が届きました。引っ越しのお祝いだそうです。名前は書いてありませんでした。あなたにまだ返してないものがあるって言ってました。天城美優だな。了解。了解。後で持ってきてくれればいいよ。誰なの？友達だよ。行こう。ご飯食べに行こう。オッケー、もうお腹ペコペコだよ。行こう。見て、美人だ。うわ、めっちゃ綺麗。芸能人じゃない？どこかで見たことある気がする。あの男見覚えあるよ。確か、時代アートエンターテインメントの桐生優馬社長じゃない？社長と一緒に出かけてるなんて、きっと芸能人だよ。いた。すみません。手が滑ってボールが飛んじゃった。本当に手が滑ったの？もしかしてわざとじゃないよね。もう謝っただろ、いいだろ。お姉さんたち、俺たち県のバスケチームなんだ。さっき驚かせちゃったよね。怪我とかしてない？もし心配なら、病院まで案内しようか。結構です。私たち、怪我してません。ちょっと待ってよ。怪我してなくても、びっくりしたでしょ？じゃあ、お詫びに、ご飯ご馳走するよ。どう？結構です。まだ用事があるから。お前何者だよ。なあ、先に帰った方がいいぜ。美女二人試し食うんだ。食事が終わったらさ、食事が終わったら、ちゃんと送りと解けるよ。そんなやり方じゃ、女の子を落とそうなんてバスケも大したことないし、口だけは達者だな。今なんて言った？うちのカイトに知ってる？県内の得点王なんだぜ。カイトに、むしろよ。あいつ、何も分かってない。俺のバスケがそんなに下手だって言うのか。じゃあ勝負しようぜ。俺が勝ったら、この二人の美人は俺のもんだ。どうだ？彼女たちには自分で決める権利があるんだ。賭けの道具じゃないぞ。もっと敬意を持てよ。ふん。ビビってんのか？カイト2位が県の代表チームに来てから。30試合全部勝ちだぜ。ビビってんなら、さっさと消えろよ。いいよ。勝負してやる。でも、もしお前が負けたら、ネットで、彼女たちに3日間謝罪しろよ。やってみるか？江原して。いや、新袖。俺は一度も負けたことないんだ。行くぞ。やっぱりやめとこうよ。県代表だし、もし負けたら。安心して自信あるから。負けないよ。どこから湧いてきたんだ？どこの誰だよ？カイト2位に挑むなんて。カイト2位の家柄も知らないのか？カイトニーのバック半端じゃないぜ。あいつ、やばいことになるぞ。真珠ね、高瀬って名字の人だよね。もしかして、新祖高瀬家の人じゃないよね。高瀬明信って京都サークルの人だよ。地方に降りてきた大物なんだ。いつの間にか昇進しちゃったし。もしこの人関係あったら。それでも、霧島グループ全部巻き込んでも家族ごと危ないし、どうにもならないよ。
お前、好きに決めろよ。どうやって勝負する？どうだ、まとめて3人でかかってこいよ。ハードル上げてやるぜ。一人で3人とやるの？俺たち県代表チームのトップだぞ。調子に乗りすぎじゃね？それ君が言ったんだからね。約束だよ。じゃあこうしようか。別に無理していじめたりしないよ。先に3点取った方が勝ちってことで。それでどう？ラッキーシステム。体質カードと万能スキルカード。今も効果ある。体質カードと万能スキルカードは効果は永久です。安心して使ってください。今ならまだ諦めても遅くないぞ。やば！神シュートだ！ユーマ、すごいよ。何やってるんだよ。早く止めろ。反則じゃん。それずるいよ。ストリートバスケにルールなんて関係ないかったものが全てだ。ルール無視で行くんだな。いいよ。ああ、すげえ。どうだ？まだやる？負けてないぞ。もう1回だ。やりたいなら自分でやってよ。さっき尻餅ついちゃったし、このままストリートバスケで怪我したら、次の試合に響くじゃ。今日はここまでだ。どうした？もう負け認めるの？この後大事な試合があるから、終わったらまたやるよ。行こう。イケメン、ライン交換しよお前との勝負は、これで終わりじゃないぞ。ユーマ、まさかバスケまでこんなに上手いなんて。本当に何でもできるんだね。確かにうまいけど、でも高瀬街道の後ろ盾、普通じゃないみたい。ただの試合だし、大丈夫だよ。行こう。ああ、どうしたのお姉ちゃん。なんか、足、くじいちゃったかも。もう気にしないで。みんな疲れてるし、まだ何も食べてないよね。とりあえずホテル探そうか。何か食べよう。行こう。うん。行こう。気をつけてね。各チーム注意して通報あり、ホテルで違法行為の集まりがある模様。すぐに集合。私について出動。ちょっと、これ大丈夫？スナイパー早く出て。死にそう。頭を抱えてしゃがめ。動くな。鈴鹿ね。なんで来たの？ゆうま、三郎、四太郎。私通報が入って、ここで違法行為の集まりがあるって言われたんだ。また死んじゃった。鈴鹿ね、誰が警察呼んだの？余計なことしないでよ。あとちょっとで勝てたのに。ごめん。私が悪かった。必ずその通報をした人を見つけて、みんなにちゃんと説明するから。あ、私が来たから、二人とも、ここでちょっと待っててね。警察の車を手配して送るからね。ちょうどよかった。マジね。足をくじいちゃったし。もしもし。ユーマ、ニュース見て。私たちがホテルにはいるところの動画と、警察に連れて行かれるところの動画が、悪意で編集されてる。まずは落ち着いて、すぐに会社に連絡するから、広報対応するよ。こいつら、ひどすぎる。今回のことは霧島グループのイメージに大きなダメージを与える。絶対に噂を流した奴を見つけ出さないと。陽花に電話したけど、絶対に噂を流した人を見つけるって言ってた。もう一度連絡してみる。警察に頼んでみる。公式声明を出してもらえるか、確認してみる。おかしいな。陽花、なんで電話出てくれないのかな。
異元局長、私に何かご用でしょうか？霧下隊長、どうぞ座ってください。この話が外に漏れないように、霧下隊長の携帯を預かりますね。異元局長、今、任務中なので座らなくて大丈夫です。何かあればおっしゃってください。実はね、霧下隊長最近、君の働きぶりは素晴らしいよ。上の決定で1週間の休暇をもらえることになった。しっかり休んでくれ。でも、まだ終わってない事件があるんです。今ネットで大きく騒がれている事件がある。その件は、君の家族にも関わっている。事実だよね。規則通りなら、君は辞退するべきだ。わかってます。でも、噂を流した奴がまだ見つかってません。もうやめなさい。この事件は、他の者に担当させる。わかりました。もしかして誰かが私に調査を続けさせたくないのかな？意味ないよ。向こうのプラットフォームは、誹謗中傷動画を流したままで、訂正にも協力してくれないし、あなたの生命なんて、誰も見てくれないよ。最終的にはちゃんと誤解が解けるはずだよ。デマを流した人は、要するに、混乱に乗じて得しようとしてるだけだ。俺たちが、すぐに声明を出して説明すれば、そのタイミングが動画が偽物だっていう、証拠になるんだ。でも、鈴がね、上司に休みを強制されて、この事件に関わるなって言われた。こんなの初めて。こんな状況、初めてだよ。わかった。なるほど。この件を仕掛けた人物は、もしかしたら、局長よりも偉いかもしれない。でも、私たち、そんな大物に何かした覚えなんてないよね。思い出したんだけど、高瀬って名前の人がいたよな。高瀬明信の関係者なの？高瀬明信って、影響力すごいよね。江原大樹よりもすごいんだ。どうしてそんな人に関わっちゃったの？相手が分かればこっちのものだ。姉さん、この件は俺に任せて。ああ、もう新措置法の問題になっちゃってるし。どうやって解決するつもり？それとも、母さんに頼んでみる？心配いらないよ。俺からのいい知らせを待ってて。そういえば、さっき飲んだの、俺の水だったよ。関節キスになっちゃったじゃん。もう、ユーマのバカ。今そんなこと言う？やばいって。ラッキーシステム。昨日と今日のご褒美、まだ抽選してないよね。報酬を抽選中です。ラッキーカード再建回収カードも1枚。再建回収カード、ラッキーシステム。高瀬海人の借金情報を調べて、俺が彼の債権者になるんだ。高瀬海人の掛け金額を検出しました。1億5000万円。この人の債権者になりますか？確認。ユーザー、おめでとう。高瀬海人の債権者になったよ。債務関連の証拠、書類だよ。ユーザーのスマホに送ったよ。あいつ、そのうち俺に頭下げて頼みに来るさ。その時には、どうせ、おとなしく女をよこすだろう。おかしいな。この番号。知ってる奴なんてほとんどいないのに、誰がかけてきたんだ？もしもし、誰だ？高瀬海人だよな。俺は桐生優馬だ。ああ、お前か。で、何の用だ？頼みに来たのか？ごちゃごちゃな。あの二人の美女を連れてきて一緒に飲ませろ。トレンドを消すのも俺が言えば済むだ。誤解してるみたいだね。今日はちょっと話したいことがあるんだ。借金についてだよ。3つのカジノで、合計1億5000万円の賭けによる借金がある。今は、債権者は俺だ。は？何言ってんだよ。俺があんたに金借りてるってのか？証拠なんてあんのかよ。証拠か？どっちだと思う？動画。それとも借金証書？全部あるよ。返さないつもりなら、この証拠を、親父に送ってやるぞ。親父ならきっと払うだろうな。親父にだけはやめてくれ。どうしたいんだよ。何をすればいいか分かってるよな。猶予は1時間だけだ。真実をはっきりさせろ。その後、金を返せ。おい。
また何かやらかしたのか？父さん、ちょっと困ってるんだ。お願いだから助けて。何をそんなに慌ててるんだ？立て。いえ、何をやらかしたんだ？お父さん、絶対約束するよ。これが本当に債務だから、外で借金しちゃって、1億5000万円も借りてしまったんだ。借金取りが言ってたんだ。返さないと手足を切るって脅された。まだ結婚もしてないし、孫の顔も見せてないのに、お願いだから助けてよお父さん。さっき5000万円も払ったばかりなのに、お前は本当に、今度は1億5000万円だぞ。借金の相手は誰だ？霧島グループの桐生優馬だ。霧島清野さんの警視だよ。ネットで話題になってるあれ、お前がやったのか？聞いたんだけど、二元局長にももう話しつけてるって聞いたけど。そこまで知ってたの？自分で何とかしようと思ってたんだけど、油断しちゃったんだ。まさか、借金取りが桐生優馬だったなんて。もういい。俺が片付ける。もう帰れ。ありがとう、お父さん。情けないやつだな。名神に何かご用があれば、何でもお申し付けください。大輝くん、俺の息子が霧島グループの桐生優馬とちょっと揉めててさ。聞いた話だけど、1億5000万円の借金があるらしい。もしそれが本当なら、できれば、その借金チャラにできないかな。政策的に問題なければ、霧島グループに何か優遇してもいい。もちろん、強気で来るなら、誰かにきっちり話をしてもらう。俺の言いたいこと、わかるよな？名神に、ちょっと、本当に、霧島グループの桐生優馬で間違いないの？あいつの後ろには大物がいるんだ。ネットのトレンドも、上から圧力がかかって全部消された。これは厄介だな。そんなはずないだろ。まさか、もう協力したくないってことか。言っておくけど、俺たちは、同じ船に乗ってるんだ。俺がダメになったら、お前も無事じゃ済まないぞ。わかったよ、わかったよ。すぐにやる。もしもし。日本国エヴァ、ラシケイビカです。何かご用でしょうか？すみません。間違えました。なんでだ？秘書の伝なのに、なんで警備課が出るんだ？まさか、もう俺を調べてるのか？桐生優馬、君とどういう関係なの？なんでそんなに助けるの？いや、別に助けてるとかじゃないよ。アンダン兄がここにいるって知ってたから、手がかりを持ってきただけ。もう隠さなくていいよ。正直に言って好きなんじゃないの？もう、まだ数回しか会ってないし。だって、みんなのために悪いことをなくしただけだよ。ここまではなしたけど、本当に感謝してるよ。すぐに手がかりをくれて助かった。もし少しでも遅れてたら、俺たち、手ぶらで京都に帰ることになってたよ。じゃあ、あの人たち、上から下まで、全部まとめて、根こそに追求できるってこと？そうだよ。高瀬明信も、江原大輝も、誰一人漏らさない。話そらさないで。桐生優馬のこと好きなら、直接本人に言った方がいいよ。嘘の通報とかやめてよ。なんで知ってるの？警察に通報するのは警告だよ。動画をネットにアップしたのは、騒ぎを大きくしたかったんだろう。どう見ても仲間じゃないよね。でも、涼香姉は女王の姉なんだよね。大丈夫だよ。霧島涼香か。その件で停職になったって聞いたけど、でも害虫どもが追及されたら、彼女は、また昇進できるはず。ってことは、桐生優馬は江原市にいるし、もう誰にも邪魔されないね。アンダンに、先にやってて、戻ってトレンドを消してくるね。やっぱり好きなんじゃ。でも、このこと天城家当主は知ってるの？あれ？トレンドが消えてる。優馬。これ、優馬がやったの？僕じゃない。みんな、見て。またトレンドが変わった。高瀬明信が調査されてるって。まさか、警備課が動いたのか？でも、彼らは調べても何も出てこなかったはず。トレンドが、180度完全に逆転した。こんなことをやれるのは、やっぱりミュウさんしかいないよな。ミュウさん。なんで俺を助けてくれるんだ？お母さん、もしかしてネットの話題のこと、気になってる？前のこと、ちょっと変だったよね。もう大丈夫。
そんなの、大したことじゃないよ。今日来てもらったのは、本当に伝えたいことがあるから。今日から、会社の経営は二人に任せる。お母さん、一体どういう意味なの？霧島社長、昇格したよ。ニュースで霧島社長が昇格したって、新祖将校会会長に就任したって、市民代表だって。商売で成功して、ついに世界デビューだね。霧島社長、本当におめでとうございます。お母さん、世界に行くの？そうよ。このポジションをもらったからには、しっかりと成果を出さないとね。これから会社の経営は二人に任せる。しっかりやってね。私をがっかりさせないで。でもやっぱり、霧島家が何十年も築いてきた事業だからさ。じゃあ今夜、僕の家に来て、先に帰って準備しておくから。桐生社長、これ、前に届いたお祝いの品です。ずっとご自宅にいらっしゃらなかったので、渡せずにいました。ありがとう。自分で持っていくね。はい、どうぞ。天城美優が助けてくれたのに、全然顔を出さないなんて、一体何を企んでるんだろう。今回ユーマのために、いろいろ助けてあげたし、ちゃんとお礼してくれるはず。写真を取り戻すのは、楽勝でしょ。お父さん。何があったの？今すぐ帰る。ミュウネ、ユーマのことですが。また後で、とりあえず荷物まとめて。ちょっと戻らなきゃ。したよ。プレゼント持ってきたよ。座って座って。あ、すごくいい香りだね。ユーマ、料理、また上手くなった？また腕上げたね。ユーマ、引っ越しおめでとう。母さんと鈴鹿ね、昇進おめでとう。みんなで乾杯しよっか。じゃあ、乾杯。乾杯、乾杯。姉さんたち、そろそろもう遅いよ。食べて飲んで満足したし、そろそろ帰って寝よう。まだ帰れないよ。今日は特別な日だし、まだ飲み足りないな。思わなかったな。姉ちゃんたち本当によく飲むな。もうヘトヘトだ。片付けは明日でいいや。リビング、片付けてくれる？ユーマ。どういうこと？どういうこと？どうした？ケム来ねえ。なんでここに？もううるさいよ。何見てるの？姉さん。なんでユーマの部屋にいるの？ユーマ、これ、一体どうなってるの？あんたでしょ？本当に地下って違うよ。爆睡してて全然知らなかったんだ。タイジェが寄っちゃって部屋を間違えたんだよ。何も起きてないし、他の人に知られなきゃいいよ。姉と一緒に過ごする、異形15時間達成、カード3枚ゲット。ただのハプニングだから、誰にも言わないでね。特にお母さんには絶対言っちゃダメよ。わかった？朝っぱらから何をこそこそ話してるの？しょいだね。姉さんが酔っ払って部屋を間違えちゃって、ユーマの部屋で一晩寝てたんだ。何もなかったからよかったね。何かあっても大丈夫だよ。
少尉。ねえ。ちょっと用事があるから。じゃあ先に行くね。危うく口を滑らせるところだった。まだみんな、ユーマと家族の本当の関係知らないんだよね。なんか、少尉、意味深なこと言ってた気がする。もしかして、本当にお父さんとお母さん、偽装結婚だったの？やっぱり変だよね。お母さんと竹庄司さん、どう見ても夫婦じゃないよね。別におかしいことなんてないよ。部屋片付けなきゃいけないし。じゃあ、見送りはしないからね。仕方ないね。ユーザーさん、おめでとう。ご姉妹と一緒にいたとき、15時間で、合計で4億5千万円ゲットです。昨日開けるの忘れてた。早く見せて。どんなカードが入ってる？申請カードを獲得しました。企業カード、不動産カードも1枚ずつ獲得しました。不動産カード、10億円以内なら、どんな建物でも交換できるって。じゃあ京都御所の町屋も、交換できるの？できます。交換完了です。もしもし。桐生優馬さんですか？町屋の管理スタッフです。町屋管理スタッフです。この町屋は、ずっと手つかずだったので、京都までお越しいただき、権利の手続きが必要です。はい、了解です。まさか、ずっと誰も住んでなかった。町屋を、誰かが受け継ぐなんて。この町屋は、商業的にも歴史的にも、天城家より何倍も価値があるんだ。どんな人がオーナーなのか、わからないな。町屋くらいでさ、そんなに大騒ぎすること？お前に何がわかるんだ。誰がオーナーでも、これからは隣同士なんだよだから。まあ、挨拶くらいはしておかないとな。それと、最近、エバラで何してたんだ？おじいちゃんの誕生日なのに、忘れるなんて。ほんのちょっと、遊んでただけだよ。みうね。俺が聞いたんだけど、エバラで商人と付き合ってるってはなしだぞ。それはちょっとどうかと思うけどな。おじさん、まさか私のこと調べさせたの？あんた。私はね、ミユネが気に入ってるなら、その人を家に招いて、ゆっくりしてもらってもいいと思うよ。おじいちゃんが一番私を可愛がってくれる。おじいちゃん。やっぱりおじいちゃんが一番可愛がってくれる。おじいちゃん、隣の町屋気に入ってたよね。持ち主が誰か分かったら、私が買うから、プレゼントするね。ミユネは気が利くね。誰か俺の噂でもしてるのかな？桐生優馬さんですか？何か？天城家副官の川人です。天城家当主のご命令で、京都へお越しいただきたいのです。天城家当主のご好意、ありがとうございます。でも今、江原市にいて、まだ用事が残ってて、家族にもまだ行ってないし、こちらでご家族には説明しますので、ご心配なくどうぞ、車に乗ってください。私たちの飛行機、もうすぐ出発しますよ。それなら、天城家当主のお招きなら、じゃあ、行ってくるよ。どうぞお乗りください。ユーマ、京都に行くなんて、何も言わずに、わざわざ他の人に伝えさせるなんて。来るまで連れて行かれたって聞いたよ。天城家が読んだみたいだし、きっとミュウが絡んでるんじゃない？もしかして、ミユがユーマに目をつけたの？無理やり結婚式に連れて行くつもり？私が助けに行かなきゃ。そんなことありえないよ。今時そんな昔みたいなことあるわけないでしょ。変なこと考えないで。ユーマってさ、いつも何も話してくれないよね。私たちのこと家族だと思ってないの？この機会に、今ちょうど休み取ってるし、慶州に遊びに行かない？ついでに、ユーマの様子も見てこよう。ちょうど私とルリネーも、京都で仕事が入ってるし、みんなで早めに行くこともできるよ。私も休み取ってるし。じゃあ、迷ってる場合じゃないね。今すぐチケット取るね。京都へ出発。桐生さん、こちらがその町屋です。先頭右側の町屋な、ユーザーが手に入れた町屋です。早急に権利確認を行ってください。桐生さん、あの町屋は、長い間誰も住んでいませんでした。噂では、持ち主がもうすぐ戻ってくるそうです。とても謎の多い方だそうです。別に興味ない。桐生さん、どうぞ、中へは入りましょう。
君が桐生優馬か。そっくりだね。本当にそっくりだ。今日は僕を呼んだのは何か理由があるんですか？君は、桐生武の息子だろうな。え、父のこと知ってるんですか？もう40年以上前の出来事なんだよ。危ない。班長大丈夫か？目を覚まして班長天城。ああ、まだ。天城、早く行け。もし生き延びられたら、俺の妻は今、妊娠してる。彼女のこと、頼むよ。班長その頃は、まだ20歳にもなってなかったんだ。あの時代は、人を見つけるなんて、まるで大会で針を探すようなものだった。そのもやっと班長の奥さんとお腹の子のことが分かったんだ。でも知っているのは、その子が桐生武と呼ばれていることだけだった。どうして僕がその人の息子だって分かったんですか？初めて会った時に、ほぼ確信したよ。君の顔は、まるで君のおじいさんと同じだったから。何を忘れても、班長の顔だけは、絶対に忘れないんだ。なるほど。ユーマよ。江原でミュウ姉が、いろいろと迷惑かけてるんじゃないか？ミュウさんは江原で、僕に迷惑なんてかけてません。むしろ、いろいろ助けてもらいました。どうやらミュウ姉とは、何か縁がありそうだね。ミュウ姉のこと、どう思ってる？優しい方ですよ。おじいさん、もしかして、俺たちを付き合わせようとしてるんですか？父さん、また俺に相談もせずに、勝手にくっつけようとしてるのか？うちの孫娘の婿が、普通のやつなんて、ありえないだろ。天城家の婿が、普通の人なんて選ぶはずがない。何を考えてるか、どうせわかってるよ。でもミーは私の娘だ。父親の私が決める。天城家当主、薬でも飲んだ方がいいんじゃない？へ、矢に連れてく。俺をどかそうとしてるんだろう。でも俺が言ったことはな、変わらないからな。桐生優馬、遠路はるばる京都まで来て、ご苦労なことだな。じゃあこうしよう。俺の傘下には数百億規模の会社がいくつかあるんだ。お前が自分から天城家投資の提案を断れば、俺の会社の中から好きなのを選んで、それを保証としてやる。天城さん、初対面なのに、いきなりこんな豪華な贈り物を、さすがに遠慮します。現金50億もつけてやる。いい加減にしろ。天城さん、それはちょっと、さすがに人を馬鹿にしてませんか？今は結婚するつもりはないけど、天城家投資の提案なら、まあ、考えてもいいかな。ミュウ姉、いい人だよね。絶対ダメだ！さっさと出ていけ！誰か来て、桐生さんを外に出せ！誰がやれるって言うんだ？桐生優馬は俺が読んだ逆だ。優馬、気にしないで。あいつはいつもあんな感じだから。後で、ちゃんと話しておくから。ご丁寧にありがとうございます。そもそもこのことは、無理に進めるものじゃないですし、今日こうしてお招きいただけて、本当に光栄に思っています。他のことについては、また今度お会いしましょう。うん。もしもし。ユーマ、京都に着いたよ。今予約したホテルに向かってるよ。ホテルに行かなくていいよ。今から住所送るね。その住所に直接来て。やっぱりまだ権力が足りないな。ラッキーシステム、企業カードを使う。ユーザー、交換対象を選択してください。軍港企業もあるのか。これに決めた。ユーザー、おめでとうございます。大通り重工の交換が完了しました。関連証明書を発行しました。この住所、なんで京都御所のすぐそばなの？ユーマが私たちをここに呼んだのは何しに来るってこと？気にしないで。とりあえず見に行こうか。うん。ユーマは私たちをどこに連れて行くつもりなの？道に一っ子、一人いないね。5人の姉さんたち、今日はみんなを家に案内するよ。もう、エバラに帰るの？もしかして、
エバラにも家あるの？まさかね。これが町屋。ここだよ。お帰りなさいませ、お嬢様方。信じられない。この町やってさ、お金でも買えないって聞いてたけど。これって本物の骨董品？それともレプリカ？気をつけてね。もし壊しちゃったら、弁償なんて無理だからね。ユーマ、今すごいじゃん。本当に見直したよ。みんなにそんなこと言われると、ちょっと照れちゃうよ。まだご飯食べてないでしょ。先にご飯食べようか。今夜のシェフは、昔黒煙のシェフだったんだよ。ユーマ、これからもエバラに帰ってくることある？もちろん帰るよ。今回は、ちょっと用事があってきただけだよ。聞いたんだけど、天城家が君を探してるのって、孫婿にしたいって噂なの？そうだよ。天城家当主が本当に言ってたよ。でも息子は反対してるんだ。それに、俺は結婚するつもりなんて全然ないよ。よかった。早く食べよう。もう待てないよ。もしもし兄貴、親父がユーマに会ったらしい。それで、ミユ姉とユーマをくっつけようとしてるんだってさ。それだと厄介だな。面倒なことになる。人を回して、徹底的に調べさせるよ。みんなさ、ユーマの町屋って、一体どうやって手に入れたの？ユーマって秘密が多いよね。彼が話したくないなら、私たちは無理に聞かないでおこう。はるか、ハッカーなんでしょ？ちょっと調べてみてよ。前に調べたことあるけど、彼のデータは全部真っ白だったよ。待って、ユーマ、京都で会社も持ってるみたい。名前は、大通重工。同意事項？舞台とて異形してるあれ。まさか名前だけ貸してるか一緒じゃないよね。実際のオーナーもユーマなんだよ。もう一つ大事な発見があるよ。桐生家祖父が天城家当主の命を救ったんだ。そりゃあマギ家がユーマを京都に呼ぶわけだね。もしかして孫婿にしたいってことかも。それが恩返しってことか。とにかく、これは彼のプライバシーだし、しばらくは知らないふりしておこう。じゃあ、もう夜も遅いしみんな、そろそろ帰って休もうか。姉たちとの交流時間が目標クリア、900万円を獲得、役立つカード1枚を獲得しました。アップグレードしたら、カードの使える範囲も制限も広くなった。天城万事のやつちゃんと礼儀守ってくれれば許してやるけど、そうじゃなかったら、役立つカードの威力を思い知らせてやる。こんな時間に誰が来るの？まさか、町屋管理スタッフか。怪しいな。わかった。大津重工だ。桐生ユーマの会社だ。なるほど。だから俺には迎えるのか。そういうことか。俺と商売で勝負するつもりか。三郎、商売のことはよくわからないけど、軍区の調達で大津重工を選んだのは、みんなで協議して決めたんだ。来週また入札があるぞ。もし落札を狙うなら、ちゃんと準備しとけよ。ありがとう、虎之助に。それで十分だ。大津重、こうさえ倒せば桐生真神姉と結婚するなんて。ありえないよ。そんなの無理だ。夢見てるだけだ。桐生家祖父は天城家に恩がある。どう越したことは、しちゃダメだよ。ただのよそ者だ。お父さんとおじさんたち、何の話してるの？なんか、桐生ユーマの名前、聞こえた気がするけど。ここに何しに来たんだ？おじいちゃんが桐生ユーマに会ったって言ってた。私たちをくっつけようとしてるのかな？やった！私、賛成だよ。ミユネ、この縁談、認めない。おじさんが何を考えてるか分かってるよ。結局権力者と結婚させたいだけでしょ？政略結婚なんて前にも言ったけど、私は絶対に認めない。絶対に嫌だ。目上の人にそんな口の利き方していいのか？彼女を止めろ。俺が許可するまで、絶対に外に出させるな。私を監禁しようってわけ？止められるもんなら止めてみなさいよ。本当に理解できないよ。あの桐生ユーマのどこがそんなにいいんだ？そこまで夢中になる価値があるのか？俺には京都一でっかくて豪華な町屋があるぜ。これでどうだ？ミユネ、久しぶり。やっぱり隣の町屋の主だったのね。なるほど。だから隣にいたのか。さっきうちの庭に来てたの君だったのか。ちょっと隣の家の人が誰か気になって見に来ただけよ。夜中に、何やってるんだ？君が町屋の主だなんて、そんなはずないだろ。どんな立場でも関係ない。だが、うちは他人だろ。
俺たちの家のことに口出しする権利なんてない。そんな言い方はないだろう。天城家と牛が、俺を婿養子にって言ってるんだよ。ミュウネーをいじめるなんて。黙ってるわけにはいかないよ。あんたもういい。もういい。こんな夜中に立ちっぱなしで話してて疲れない。みんなで夜食でもどう？大通重工のこととか、軍区のこととか、万市重工のことも、深い協力について話そうか。あんたが俺たちと組む気なのか？必要ないよ。明日は会議があるから。3人が乗り気じゃないなら、ミュウネー、お腹空いてるんじゃない？うん、お腹すいた。食べたい。このガキ、わざとやってるな。協力を持ちかけて俺と虎之助を取り込もうとしてるな。これでもう止めようがないな。行こう。ご飯食べに行こう。ユーマ、これはどういうこと？はじめまして。天城ミュウです。ミュウネ、前から有名だって聞いてたよ。ほんと？じゃあ、いっぱい食べて、一緒に食べよ。わかった。もう遅いし。二人で食べてて。俺は先に帰るね。ちょっと待って。今はね、まだね、たくないの？私もまだね、たくない。じゃあ、鏡山に日の出見に行かない？鏡山の日の出、すごく綺麗だよ。あそこは人気があるから、今出たら人が多くて、いい場所取れないかも。いい場所、知ってるよ。私が言い出したんだから、私に任せて。じゃあ二人とも行きたいなら、俺も付き合う。やった！夜遅くに呼び出して、何か急用でもあるのか？天城長官、さっき、軍用しゃがむ団で出ていくのを見つけました。どうしたらいいでしょうか？指示をお願いします。報告なしで？誰の命令なんだ？ミュウネーの命令です。やっぱりミュウネーか。どこに行くって言ってた？ここまで来たら、すぐ連絡して戻らせろ。ミュウネーは鏡山に行くって言ってました。でも気象、観測によると、山の中は濃い霧が出るみたいです。それに、山の中は電波がいらなくて、彼女と連絡がつかないんです。なんだと？急いで探しに行け。こんなに霧が濃いと、日の出なんて見えないよ。もう帰ろうか。ナビ、崖内になっちゃった。開発されてない道に入り込んじゃった。どうしよう、帰れなくなっちゃったよ。おじさん。ミュウネー、今どこにいる？すぐに居場所を教えてくれ。私たちは。もしもし。はあ、電波がない。私のせいだ。電気をちゃんとチェックしておけばよかった。どうしよう。全然見えない。もし間違って進んで、崖に落ちたらどうしよう。心配しないで。僕が必ず安全に外に出られるようにするから。ラッキーシステム。バックのラッキーカードを使う。ラッキーカードが発動しました。ラッキー値が 100% 上昇しました。全員注目。境山で軍用車が連絡と絶消防。99。すぐに捜索開始。同志様、入っちゃダメです。ここは軍事エリアなんです。どうした？ミュウネー、今どうなってる？父さんどうして来たの？ミュウネーの位置が、まだ特定できません。まだ見つかってません。もっと人を出して、急いで探しに行け。天城長官見てください。信号が戻りました。車が外に向かって進んでるみたいです。今どうなってる？ミュウネーが外に出た。各部署に通知しろ。すぐに目標区域へ向かえ、救助の準備をしろ。本当に出られたんだね。うわぁ、ユーマ、本当にかっこいいね。神ってる。どうしてこの方向に行けば抜けられるって分かったの？直感かな。せっかく来たし、日の出は見れないし、景色でも見ようか。うん。私たち、急いで戻った方がいいよ。なんだか、やばいことしちゃった気がする。ミュウネー、ちょっと、このニュース見てみて。私急いで戻らなきゃ。全部私のせいだから。私はちゃんと説明しなきゃ。僕も一緒に行くよ。この件は僕にも関係あるから。はるかね、先に家に帰って。姉たち、もう起きてると思うよ。ちゃんと伝えてあげて。心配させないで。うん。天城家令嬢、指揮本部にご用件ですか？王子のことで伺いました。今回の過ちは私が責任を取ります。ご報告お願いします。少々お待ちください。どうぞ、お入りください。
うちの上司がこちらの部屋で少し待っててくださいってもうすぐ来るそうです。僕たちが来るって知ってたの？夜中の捜索の件で街中みんな知ってますよ。まず、お茶でもどうぞ、もうすぐ来ますから。ミュウネ、さっきちょっと用事があって、お待たせしました。おお、道理重工の桐生優馬さんですね。はい。虎之助さんのことなんですが、どのようにご対応されるのでしょうか？この件は、虎之助さんは本当に知らなかったんです。私もわかってます。軍の設備を勝手に使ったのは、本当にまずいことです。でも、虎之助さんはこれまで、たくさんの功績を上げてきましたし、どうか許してあげてください。実はね、この件は大事にもなるし、そうでもないこともあるんだ。おじさんは心配いらないよ。今は職務が一時停止されてるだけだから、大丈夫だから。行こう。指揮官も保証してくれたし。信じよう。優馬さん、ちょっと、少し待ってください。以前からご連絡したいと思っていました。少しお話ししたいことがありまして、ご都合の良い時はいつでしょうか？ご都合の良い時はいつでしょうか？今時間ありますよ。じゃあ、外で待ってるね。わかった。御社の新商品、本当に目を引きますね。うちとの契約ももうすぐ終わりますし、上からの意向としては、たとえ選ばれなくても、御社の新商品は、ぜひうちの軍区で優先的に使わせてほしいです。大津重工時軍区は、ずっと協力してきましたし、もう長い付き合いですよね。僕ももちろん、この優先権は、古い友人に優先させます。でも、このプロジェクトの窓口は、天城虎之助さんにお願いしたいです。安心してください。すぐ上に報告します。ユーマ、何かやったの？なんであんなに丁寧なの？うん。ちょっとした取引をまとめただけさ。もしもし、おじさん、復職したの？ユーマ、おじさん、復職したの。しかも、大津重工のプロジェクトも引き受けたんだよ。あなたのおかげなの？指揮官、仕事早いね。やっぱりユーマだったんだ。ユーマ、本当にすごい。どうだ今になって。天城家当主が俺にお前と結婚しろって言ったの。やっぱ正しかったんじゃない？いっそ、当主の考え通りに、君をもらっちゃおうか。やだもう。誰があなたと結婚するって言ったの？あ、そういえば、京都にはどれくらい滞在してたの？ご姉妹と一緒に高原に帰るの？もちろん帰るよ。そういえば、彼女たちは名義上ですら姉じゃないんだよな。父さんの結婚はぎそうだったし。じゃあ俺たちって、まだ兄弟って言えるのかな？最近は本当に、いろいろと迷惑かけてしまって。やれやれ。ずっと知り合いなんだから、そんなの気にしないでよ。はぁ、ユーマを大輝くんの報復から守るためじゃなければ、偽装結婚なんて考えもしなかったよ。息子を預ける形になってしまって。今は問題も解決したし、そろそろ子供たちに本当のことを話す時だね。ユーマって子は、いろいろとご迷惑をかけてしまってね。ユーマは本当にいい子だよ。私は彼のこと、すごく信頼してるよ。うちの5人の娘たちだけど、これからユーマとどんな関係になっても、私は、ずっと応援するよ。ユーマな霧深い山から、無事に出てきたなんて、彼って本当に謎が多いね。みんな、なんかおかしいと思わない？私、思うんだけど、お母さんと剛おじさんの結婚って、もしかして嘘なんじゃない？そんなはずないよ。剛おじさんが病気だった時、お母さん、毎日病院に通って看病してたじゃん。気持ちは本物かもしれないけど、結婚は多分偽物だと思う。じゃあ、これから、ユーマにどう接したらいいんだろう。大丈夫だよ。たとえ結婚が嘘でも、私たちとユーマの気持ちは本当だから。そうだね。じゃあ、先に電話して聞いてみるね。お母さんと剛おじさんの結婚、嘘なの？まったく、あんたは、本当は、後ではなそうと思ってたのに。私と剛おじさんのことだけど、実は偽装結婚だったの。全部、ユーマを守るためだったのよ。はるかの言ったこと、本当だったんだね。みんな、どうして集まってるの？もう、みんな知ってたの？うん。もうお母さんから全部聞いたよ。ユーマ、これから何か考えてる？ご飯食べてから、
荷物まとめてエバラに帰る。エバラに帰るって？そうだよ。エバラしてずっと暮らしてきたし、もうすっかり愛着があるんだ。なんでみんな、歓迎してくれないの？そんなことないよ。霧島家には君の居場所がずっとあるからね。そうだよ。まだ行ってない楽しい場所もいっぱいあるよ。まだ一緒に遊びに行ってないし、私たちのこと置いていかないでね。大丈夫だよ。俺たち兄弟だもんな。よし。じゃあ、そういうことなら。ご飯食べたら荷物まとめてエバラ市に帰ろう。焼肉屋の順番、町の番号を取っておくね。ちょうど着く頃にはすぐ食べられるよ。しゃっかりしてるな。食べることばっかりだね。前に食べた串焼き、めっちゃ美味しかったよね。今回はもっといっぱい頼もう。本当にもう、みんなは食べることにそんなに夢中なんだから。そのやる気を勉強に使ったら、とっくに成績トップだよ。聞こえない。ユーマ、聞こえてた？俺聞こえてなかったよ。聞こえてない。ユーマ、確かに真相はもう話したけど気を使わなくていいよ。ここはずっと君の家だからね。キヨのおば。おめでとう、ユーザー。5人の姉妹たちと24時間一緒に過ごしたことで、報酬として7200万円。ラッキーシステムアップグレード完了。カード全部6解除。おめでとう、ユーザー。SSR アップグレード、カード抽選チャンス獲得。またシステムのアップグレードしたんだな。この SSR ランクって、一体何なんだよ。おめでとう、ユーザー。SSR アップグレード兵士カード獲得。世界規模で、勢力は1権限解放。5万人の勢力を掌握。エバラシは俺のスタート地点に過ぎない。これからは、俺の舞台は、世界が俺のステージだ。